どうも、クピオです。JP スターハッピーワンターボ先行初公開ということで、内外装紹介と実際に車種白旅に行って快適性と実用性を確かめてきました。今回の総集編は内外装紹介1本に車種白動画3本の合計4本プラス旅中の未公開映像、さらに特典映像として視聴者様からいただいたコメントで多かった質問やデメリットをそのまま JP スターさんに聞いてみました。そして気になる現在の納期、こちらも聞いてきました。動画にしましたので、ぜひ最後まで見ていってくださいね。動画の概要欄にメニューありますので、気になる箇所あればそこだけ見てくれても嬉しいです。それでは今回も最後までよろしくお願いします。どうも、クピオです。今日なんですけど、初公開の軽キャンピングカーを紹介します。 JP スターさんやってくれました。待ちに待ったターボエンジン搭載、しかも半自動運転、アダプティブクルーズコントロールも搭載になりました。この辺一帯にある売れに売れまくっている大人気軽キャンピングカーハッピーワンのターボモデルとなります。新型の名前が JP スター RS1 です。 RS はよりスポーティーなモデルという意味が込められています。このターボモデル待っていた方多いんじゃないでしょうか。自分も待っていました。どうですか、なんか武骨でかっこいいですよね。男心くすぐります。しかもこれこだわりのボディで少し丸みがあるの分かりますかね。この辺も後で詳しく説明します。ベース車はダイハツアトレなので 660cc ターボエンジンです。前までこの軽キャンピングカーの最大の弱点だった走行面が大幅に向上しました。坂道など余裕らしいです。後で乗ってみます。しかもですね、アトレなんでアダプティブクルーズコントロール半自動運転付きです。これは長距離旅が楽になりますね。キャンピングカーたくさん種類あるんですけど、こちらは軽キャブコンと言われるクラスで比較的コンパクトなキャンピングカーです。なので都市部でも普段使いできます。日本の道路事情、駐車事情とマッチします。そして 4WD なので悪路、雪も走行できます。これ刺さる人多いんじゃないでしょうか。自分もすごくいいなと思っています。価格次第ですが、ターボがついたことによりもう一回り大きいベース車タウンエースやハイエースクラスよりもいいかもしれません。販売価格は今決めてるということなので、動画の最後に価格、そして納期入れておきます。この RS1 によって新たなキャンピングカーのジャンルができたことになります。 JP スターさんならやってくれると思っていましたが、本当に作るなんてすごいですね。今日自分も初めてチェックしますので、現役でキャンピングカーに乗っている自分が気になるポイント、実際の車中泊での使い勝手を想像しながら徹底検証して皆さんにお伝えします。自分的に気になるポイントが車内の快適性、立てるのか、またベッド展開時面倒ではないのか、そしてボディの遮音性ですね。断熱性などどうでしょうか。今日暑いのでクーラーつけながら体感してみます。そして奥にある新型クーラーですね。これもどこにあるかわからないぐらい薄型になりました。こちらの使い勝手も検証します。そしてこのターボモデルの走行性能ですね。やっぱり重いシール乗ってますんで、坂道登るのか試してみます。 JP スタさん敷地すごい広くて、この鬼の上りの坂道があります。これだいたい勾配7度か6度ぐらいあると思います。こちら後で走行してみます。もう今日一日触ってみて、よかったら帰り契約してるかもしれません。なんかもうワクワクしています。それではまず車のスペックからお伝えします。ベース車はダイハツアトレ RS グレードトップグレードです。乗車定員4名、就寝定員4名、駆動方式 4WD、 自動で切り替わりますので、通常は2区で走行、悪路になると4区に切り替わります。ナンバーは8ナンバーです。軽自動車ベースですが、軽自動車登録ではありません。サイズは全長 3800mm、 全幅 1680mm、 全高 2500mm。 こちらがノンターボのハッピーワンなんですけど、全長が 3780mm です。で新型は 3800mm なんで2センチですね、伸びました。全幅や全高は前と変わっていません。次、エンジンやミッションなどのパワートレインなんですけど、エンジンがガソリンエンジン直列3気筒 DOHC ターボエンジン 660cc、 最大出力64馬力、最大トルク91ニュートン、燃費は WLTC モードで2区4区ともにリッターあたり 14.7 キロ走ります。
こちらのノンターボのハッピーワンと比較すると馬力が11馬力上がりました。そしてトルクも31ニュートン上がりました。燃料タンクも3リッター増えて38リットルガソリン入ります。BS 車がハイゼットトラックからアトレに変わりましたんで、その分パワーが上がりました。階層も結構変わりましたんで、その辺詳しく見ていきます。まずはフロントからなんですけど、結構変わりましたよね。可愛らしい感じもあるし、荒々しい感じもある、両方ある印象です。タイヤもハイゼットトラックは運転席の下だったんで、こちら前に移動したんで多分静かになってると思います。ロードノイズも多少マシじゃないでしょうか。これがハッピーワンなんですけど、もう座席下にタイヤがあってエンジンも下にあります。こっちが RS1 ですね。タイヤが前になって、で前にちょっと出ています。バンクなんですけど、前もっと丸みがあったんですけど、結構カクカクとなってかっこよくなっています。こちら側がハッピーワンです。結構丸みありますよね。これ同じシェルだったら開発費そんなにかかんないんですけど、もう形変わってますんで結構お金かかってると思います。その分雰囲気もぐっとかっこよくなっています。カラーバリエーションなんですけど、こちらは純正のカーキですね。こちらに合わせて後ろも塗装されています。他オレンジや青、黒、白など何種類かあります。こちらに合わせて後ろのシェルも塗装するのが合うかなと思います。で塗装はオプションになるそうです。別途15万円必要ということです。で今回紹介する装備などはほとんども込み込みの値段にするそうです。塗装だけ別途料金がかかるようです。次はサイドなんですけど、まずパッと目につくのがこの窓なんですけど、スモークの窓になっています。バンクの窓もスモークの窓です。すごいかっこいいですね。そして次、今回自分もすごいいいなと思ったのがこのボディの丸みです。こんな感じで横から見ると丸みを帯びています。こんなボディちょっと自分も初めて見たんですけど、すごいかっこいいんですよね。こちらは丸みを帯びていないボディです。ちょっとカメラではね分かりにくいかもしれないんですけど、実際に見ると全然違うのが分かります。こちらが丸みを帯びている RS1 です。こういった下のところですね、ちょっと R があったりとか、こういった窓のところとかも結構 R が分かりやすいです。このボディ作るのに結構手間かかったらしいんですけど、こういったところにもこだわりを持って少しでも良くなるように改善されているのがすごいいいですよね。燃料の給油口なんですけど、前はこのリアのサイドにあったんですけど、今はこの運転席のすぐ横にあります。ここにレバーがあって、開けると開いてここから給油できます。これはかなり給油やりやすいと思います。給油口の横はこちら排熱口があります。中のサブバッテリーシステムですね。こちらの熱を逃がします。一番後ろの扉を開けると中の収納につながっています。これは長尺物やキャンプ道具など入れるのにちょうどいいですね。その下はこれ 12V クーラーの室外機が見えます。助手席側のサイドです。一番後ろに外部の AC コンセント2口あります。そして窓の下に給水口とシャワーがあります。でここなんですけど、その横赤いところが FF ヒーターの燃料の入り口らしいんですけど、今回こちらプロトタイプで製品版は FF ヒーター燃料タンクから使用することができますので、こちらの給油口はなくなるそうです。 FF ヒーター用の燃料は別の給油口だったんで、一つにまとまってくれるのは助かりますね。そしてこちらも排熱口があります。ここの下なんですけど排水バルブあります。これなんですけど、ここの上に排水バルブがあります。あれちょっと手が届きにくいんで、もうちょっと下に下げるそうです。エントランスのドアなんですけど、これプッシュ式の電子キーです。鍵いらなくても番号で施錠できるのは便利ですね。こちらはサイドオーニングです。こんな感じでスライチになってるんですね。なのでサイドオーニングついてる感もなくおしゃれですね。せっかくなんで展開してみます。このリモコンで操作できます。やっぱり電動楽ですね。あとはここに足がありますんで、これを展開すればオーニング使えます。でここに LED ライトあります。これならここでバーベキューなども可能です。外部 AC コンセントこちら側にありますんで、もうガス使わずにオール電化でのバーベキューも可能です。リアなんですけど、こちらのボディも丸みがあります。なんか丸みがあるんでボディをなでなでしたくなります。でこれはリアだけじゃないんですけど、コーキングですね。こちらカバーしてあります。こういうの結構雨とかで黒ずむんで、これは嬉しいですね。外部充電の入力があります。でこれすごいいいのが、ここ収納になっていてゴミなど入れられます。水抜きの穴もありますんで、もうシャワーとかでジャーって洗い流したら掃除も完了します。でこれね、すごいのがセンサーついてます。これアトレ純正でついているコーナーセンサーだと思うんですけど、4つ後ろついています。
このシェルをつけるときに純正を移設してつけられたんだと思います。でバックカメラの雨よけもあります。これ結構嬉しいですね。雨の日は雫でカメラが滲んだりしますんで、ありがたい装備です。でこちら下向きのカメラもう1個あるんですけど、こちらは R&B モニターのカメラです。屋根見えないんですけど 175W のソーラーパネルがついています。それとマックスファン換気扇も標準でついています。ソーラーパネルは 175W は標準で、オプションで 400W まで装備できるそうです。足回りなんですけど、自社開発の14インチアルミホイールも標準で装着されています。これ結構高いんで嬉しいですね。ノーマルのホイールはこんな感じです。やっぱりこっちの方がかっこいいですね。リアのアルミホイールは横がワイドになっています。タイヤもこれノーマルから変わっています。横浜タイヤのパラダ BA03 です。これ自分も軽キャンピングカーに履いて乗ってるんですけど、かなり安定します。でリアのタイヤはワイドタイヤになっています。幅が広いので安定します。これも標準で装備だそうです。すごいですね。ワイドタイヤのデメリットとしては、冬用のタイヤがないんですけど、現在タイヤもホイールも冬用開発中ということです。これは楽しみですね。リアのスプリングも強化されています。こちらなんですけど、青いバネですね。これが強化スプリングです。やっぱりリアが沈んでいると直進安定性が悪かったり、コーナリング時もスムーズに曲がれなかったりします。なのでもう純正で強化してリアが下がらないようにしてくれているのは本当ありがたいです。キャンピングカー屋さんによるんですけど、こういったものは有料のオプションが多いです。足回りで標準装備をまとめると14インチのアルミホイール、そしてワイドタイヤとリアのスプリングです。これは走りが楽しみです。運転席はシートカバーが変わっています。黒のレザーの生地に変わっています。これシートは純正のシートそのままです。でリクライニングなんですけど、これ後ろにソファーがありますんで、運転席はそんなに倒れません。前の方を出せばある程度倒れます。一方助手席は後ろ何もないんで、もうそのままペタッと倒れます。では座ってみます。ここの上ですね、バンクの部分が切り抜かれてますんで、もう上は全然窮屈じゃありません。頭がこの辺に来ますんで、もうヘッドクリアランスはめちゃくちゃあります。これ高身長の方は嬉しいんじゃないでしょうか。で上部にある収納、これはまだ生きてますんで収納として使えます。ハンドル周りですね。でこの右側にアダプティブクルーズコントロールついています。このクルーズボタンを押すと今走っている速度でキープして走行してくれます。でこれがプラスマイナス速度変えられます。でこちら追従型のクルーズコントロールなんで、前の車に自動で追尾してくれます。正直キャンピングカーに追従型のクルコンついてるのもうほんと数えるほどしかないんで、かなり羨ましいです。これだけでもこの JB スタ RS1 に乗る意味がありますね。電源つけます。ルームミラーはデジタルです。こちらも標準です。でこれですよね、R&B モニター、こちらも標準なんです。すごいですよね。ミラーは電動で、こちらに4駆スイッチがあって、4駆ロックするか、あとはオート2駆と切り替えるか決めるスイッチがあります。で一旦電源切って、でここのスイッチなんですけど、ハンドルの横奥にあります。これを押すとこんな感じでテレビが映ります。こちらのスイッチはメインバッテリーの電源じゃなくて、後ろのサブバッテリーの電源を使ってこのナビを起動しますんで、休憩中車のメインバッテリー使わずに後ろのサブバッテリーを使ってテレビを見ることができます。でこちらのナビなんですけど、こちらはまだオプションにするか標準になるかは決まっていないそうです。やっぱりアトレイの RS モデル最上級グレードなので、すごい質感がいいですね。軽バンという感じではなくて乗用車という感じです。ここまではもう言うことないですね。完璧です。あとは内装どうなってるんでしょうか。チェックします。なんかすごい色良くなってますよね。自分すごい好きな感じです。床は木目調に、この高級感あるレザーシート。男は結構こんなん好きですよね。でここですね、バンクのところに大きいモニターがあります。ここでテレビ見てくつろぐの楽しそうです。今すごい太陽当たってるんですけど、このスモークなんでそんなに眩しくないんですよね。これで景色のいい海沿いや山など行ってお茶するだけでも楽しそうです。で車内が今結構暑くて、現在 33.5 度ですね。早速薄型のこの12ボルトクーラーつけます。クーラーつけると一気に涼しくなりました。車内のレイアウトなんですけど、こちら側にソファー、そしてこっち側にキッチンがあります。L 字型っていうんですかね、こんな感じで曲がっています。で後ろ側は全面断熱なんで、外の熱が車内に入りにくくなってます。冬は多分あったかいと思いますんで、やっぱり車の鉄板と全然違いますね。これは本当キャブコンのメリットです。
では各部詳しく紹介していきます。まずは入り口から。ドアは断熱のドアになっていて、収納もあります。でこちらのデモ機はステップはないんですけど、販売モデルは手動式のステップがあります。でここは網戸にもなります。入り口入ってすぐにスイッチがあるんですけど、こちらはこのダウンライトですね。こちらのスイッチになってます。ドアの上は鏡があります。これ身だしなみチェックにいいですね。靴を置く場所がここに1足2足って結構狭いんですけど、もう一つこちらに隠し収納があります。ここを開けると結構広い収納があります。このソファーの下まで収納あります。ここに靴とか置いてもいいし、何か別の DIY して自分好みの使いやすい収納にしてもいいですね。ここの蓋なんですけど、ゆっくり閉まるようにダンパーがつくそうです。次、大ネットスペースなんですけど、といっても経験なんでもう大ネットスペースしかありません。でもこのソファー結構広くて、1人2人3人は横に座れます。で向こうも1人座れますんで、4人テーブルを囲えます。でソファーの生地はレーザーです。で防水もある程度いけそうですね。でソファーの後ろの方、こちらにスピーカーが2箇所あります。テーブルはこんな感じで足が折れ曲がるタイプのテーブルです。で色は変わるそうです。なんか黒になるそうです。でこちらをここに引っ掛けて、はい、こう設置します。こんな感じで数人でテーブルを囲んでもいいし、もう一人で広々と使ってもいいですね。大ネットスペース3箇所の窓、こちらは全部シェードと網戸ついています。でシェードなんですけど、これ今こんな感じで山なりになってますが、平らのシート生地に変わるそうです。なんかこの山なりになっているシェードは子供が触ると変形するようなので、触っても大丈夫なシェードに変えるそうです。子育て世代は嬉しいですね。でマックスファン標準装備なんで、ここ換気して、でここの窓開ければ料理も可能です。大ネットスペースのコンセントなんですけど、まずここですね。運転席の後ろ側に AC コンセントが2口と、あとこれは DC ソケットですね。 USB はここ2口あります。で一番後ろも AC コンセントが3口ですね。で USB は2口あります。でキッチンの前のところですね。ここも AC コンセント2口と USB が2口あります。こんだけあれば十分ですね。次気になっていたこの 12V の薄型エアコンです。すごい薄いですよね。前はここにエアコンついていたんですけど、この家具の中に入ったんでかなりスッキリしています。このエアコンの下、座っても頭つきません。下にはこの空気を吸い込む吸気口があります。で現在の消費電力は約 360W です。設定温度は一番低くしてエコモードにしています。ちなみに一番強くするとこんな感じで結構音します。でまたエコモードに戻しておきます。車内が暑い時は一番風量を強くして車内の温度を下げて、で下がってからはもうエコモードで運転していれば音もそんなに気になりません。こんな感じでこの羽がスイングしています。なので車内全体に冷たい空気がいってくれます。 FF ヒーターのコントロールスイッチはこちらにあります。この FF ヒーターも標準装備です。メーカーはエバスペヒアの FF ヒーターです。ヒーターの吹き出し口はこの入り口、ここにあります。このエバスペヒアの FF ヒーターは温度を設定できますんで、自動で暖房の温度を設定してくれます。ソファーの上、ここに電装関係のスイッチパネルなどあります。まずこの真ん中のパネルですね。これはリチウムバッテリーの残量や消費電力分かります。このキャンピングカーは 48V のリチウムバッテリー 100A 搭載されてます。こちら 12V 換算で 400Ah とかなり大容量です。この大量に電気を消費する 12V クーラーも一晩使えます。通常キャンピングカーは 12V が多いんですけど、 48V のメリットは 12V より電気のロスが少なくて発熱も少ないので効率が上がります。でここインバーターのスイッチなんですけど、こちらは 3000W のインバーターがついています。 DC48V サブバッテリーからこのインバーターを経由して 100V の AC コンセントが使えるようになります。ここのコンセントですね。なので家電何でも使えます。だいたい家のコンセントが 1500W なんで 3000W は結構大容量です。でここにですね 110V と 50.6V 2つボルトがあるんですけど、これがメインバッテリー、車のバッテリーの電圧ですね。でこっち側の 50V はサブバッテリーの電圧です。で一番左のパネルなんですけど、これはスイッチ系になります。このテープライトや換気扇、ポンプ、サイドオーニング、テレビ、照明や換気扇、ポンプなどをつけたり消したりできます。でこの中はブレーカーとか入ってます。なんでメンテとかもやらそうですね。でサブバッテリーへの充電方法なんですけど、ソーラーパネルですね。屋根についてソーラーパネルから入力と、後ろに外部コンセントを挿すとこありましたんで、あそこから AC コンセントで充電。
あとはエンジンつけた時にエンジンの動力でオルタネーターから電気が生まれるんですけど、そこからリチウムバッテリーへ充電されます。ただ軽自動車なんであんまり発電力が多くなくて 300W ぐらいしか発電されません。でオプションで高出力オルタネーター、発電量が増えるオプションもあります。それをつけると約 1000W で充電できるそうです。まずはシンクがこちらにあります。でここから水も出ます。水道ポンプスイッチを押してこのレバーを上げて水が出ます。で水のタンクはここにあって25リッターで、排水タンクも25リッターです。冷蔵庫はキッチンの一番端にあります。こちらは容量22リッターです。小型なんですけど奥行きはまあまああります。350ml の缶ビール6個セット3つぐらい入るかなって感じですね。で上は冷凍になっています。これすごく軽キャンピングカーにはいいサイズ感ですね。で電子レンジはここにあります。結構上についていること多いんですけど下についています。なので使用するときにこのソファーを一旦抜かしてでこう使用します。でこの位置結構不便かなと思って JP さんに聞いたら、高い位置だとやっぱり安全上落ちてきた時に危ないということなのでこの位置にされたそうです。で電子レンジはそんなに頻繁に使うものじゃないのでちょっと手間ですが、これで現在様子を見ているそうです。確かにそうですね。上にあったら落ちた時かなり危ないと思います。そういった理由を聞けばなんとなく納得できます。収納なんですけど、まずは上部収納が4箇所あります。次はソファー下なんですけど、一番この運転席側のところはもう電装品が入っています。その後ろは収納として使えます。かなり大容量ですね。でソファーマットを抜かさないといけないという手間があるんですけど、ここも収納になっています。でここは先ほど見た感じで外部の扉とつながっています。最初に紹介した入り口の床下収納ですね。あとはバンクですね。ここを収納としても使えます。そんなにめちゃくちゃ多いわけじゃないんですけど、このぐらいあれば2人程度の車種役であれば着替えも含めて問題ないと思います。次はバンクなんですけど、これ結構面白いギミックがあります。まずはこの棒を入り口のここにはめます。次反対側ですね。これはもうこうやって展開するだけで OK です。ここに折りたたみテーブルの金具があります。これをロック解除します。はい、これであとはまずこのテレビを倒します。そしてこれを引くとなんとバンクベッドになります。このギミックすごいですよね。テレビもついたままなんで、もうテレビのセッティングする必要がありません。でこのバンクベッドが結構実用的で、奥行き長さがですね 1820mm あります。横幅が1600なんで2人眠れます。でちょっとこんな感じで段がありますんで、布団や枕が落ちる心配も少ないと思います。今回の撮影では間に合わなかったんですけど、この折りたたみ式のマットが標準でついてきます。こんな感じで収納するときもマットも折れ曲がる予定なので、いちいちマットを敷く必要もないそうです。これは便利ですね。で今このテレビのコードがブランブランなってるんですけど、これはなんか引っ込む感じのコードに変えるそうです。伸び縮みするタイプですかね。次はこのメインのソファーベッドですね。こちら展開します。まずはソファーを上げてこのロックを解除します。そしてこの下を引きます。でこっち側もですね、ロックピン外してここを引きます。で次ソファーなんですけど、これも引くだけで大丈夫です。こんな感じでフラットになります。この JP スターさんの少しでもベッド展開を楽にという思いがこの工夫に現れてますね。このベッドのサイズが横幅が約120センチ、奥行きは約220センチですね。でなんか自分変やなと思ってたんですけど、ちょっとここの板ですね、一旦こうくっつけて、でこう引けばこんな感じで板が一緒にスライドされます。これ忘れてました。こちら側もそうですね。ここに板がありません。一旦閉めて、でここをこんな感じで引くと板が現れます。でソファーを戻すときはここの紐を引っ張ってこう折りたたみます。慣れれば1分ぐらいでできそうな感じがします。ここの坂なんですけどね、かなり急なんですよね。この坂登ってみます。はい、出だしは軽いです。で結構今きつい坂に入りました。で3000回転で走ってくれてます。
もう軽々と登っていってくれました。でこの止まりそうなとこから登っても普通に進んでくれます。これノーマルタイプのハッピーワンだと結構しんどい坂です。はい、じゃあもう一回、次はもうちょっとスピードを出していきます。さあ、きつい坂に入りました。もう全然、ぐんぐん進んでいってくれます。エンジンがうなることもなく、トルクも結構ありますね。これは快適です。はい、次なんですけど、このノーマルのハッピーワンで同じ坂登ってみます。はい、じゃあハッピーワンで行ってみます。あ、もう全然違いますね。ハッピーワンの場合はもうめちゃくちゃ踏み込んでアクセルの回転数が上がってようやく登ってってくれます。全然違いました。この RS の方は少し踏み込むだけでトルクで上がってくれましたが、ハッピーワンの方はもうだいたい3倍ぐらいですかね。RS より踏み込んでエンジンの回転数がグワンって上がって登っていく感じでした。ハッピーワンでも登れないことないんですけど、 RS の加速しちゃうと物足りなく感じると思います。これだったら高速道路途半車線もぐんぐん登ってくれそうです。一度これで旅行ってみたいもんですね。途半車線でこの軽キャブコンが追い越しかけていたらみんなびっくりするでしょうね。はい、今ですね、テーブル黒い方が来ました。こちらがつくようです。こっちの方が合ってますね。 JP スター RS1 日触ってみて思ったのが、なんかほんと男の秘密基地という感じです。走りもキビキビしている。そしてこの室内のシックでアウトドアな感じ、ところどころこのメカっぽいところもあるし、男性の皆さんなら欲しくなるんじゃないでしょうか。こっち側がハッピーワンで、こっち側が新型の RS なんですけど、なんかやっぱこうやって見るとハッピーワンの方が可愛らしいですね。で RS の方は男っぽい感じがします。皆さんはどちらが好みでしょうか。またこっちの新型車の違うカラーリングを見てみたいですね。赤とか青とか映えそうな気がします。それでは最後にですね、1日触ってみて感じたメリットデメリットをお伝えします。まず1つ目、このバンクのベッド展開収納ですね。これが気になりました。すごいいいギミックなんですけど、こう下ろしてで次引くんですけど、その時にですね、ここ手が遠くなってくるんですね。でちょっと離しちゃうとこんな感じでバーンってなっちゃいます。もっとそっとゆっくり下ろせればいいんですけど、ちょっとこの辺が気になりました。で逆に収納する時も手伸ばすんですけど、結構ギリギリです。女性だったらしんどいかもしれません。なのでこっち側のソファーに乗ってやればいけるかなという感じです。すごく面白くていいギミックなんで、これをブラッシュアップしていってほしいですね。次気になったのがやっぱりこのベッド展開ですね。ちょっと面倒に感じました。もうこれはしょうがないんですけど、ベッド展開するときにこう一旦抜かないといけません。多分2人とかだったらもうソファーの上に1人乗ってもらうか、バンクの方に1人乗ってもらうかしないとできないと思います。で1人使いの時にですね、ベッド展開しなくていいようにここで寝ることもできるんですけど、これが邪魔でこの幅がすごい狭くなります。このフルフラットにするときはすごいいいギミックなんですけど、こちらのソファーソロで寝るときはパッて逃すことができないんで少し邪魔になります。こうやって反対にすれば広く使えるんですけど、こんな感じでソファーが落ちちゃいます。ちょっと見た目が悪いですよね。でベッド展開時はこのソファーの上そのまま寝ないと思いますんで、何かシーツとか敷布団を引くと思います。常設ベッドでやられるので、そのシーツもこのバンクベッドとか直しといて展開しないといけません。そこの手間も考えたらちょっとやっぱりベッド展開は手間がかかるなと思いました。まあ軽キャンピングカーなんでしょうがないといえばしょうがないんですが、せめて一人の時はもうベッド展開しなくてもいけるようなモードもあってもいいかなと思いました。でこのテーブルの収納が気になりました。これ外してからですね、置くところがなくて一旦この助手席の方に置いてました。でここ間置けるんですけど、この背もたれがですね結構後ろまで来ますんで当たっちゃいます。なのでこのテーブルの収納のスペースが必要になってきます。あとは DIY でパタッと折りたたんで展開できるようにするとか、何か工夫が必要だなと思いました。白のカラーリング注意しないといけません。これ今カーキの色で15万円オプションかかっています。でホワイトだったら無料なんですけど、ここのですね純正のホワイト、これホワイトパールなんですよね。なんで普通のシェルの白と合いません。ここのシェルの白とここのパールホワイトが合わなくなります。なのでカラーリングのオプションはもう施行した方がいいかなと思います。なのでプラス15万円かかる感じですね。でも15万円でこういった塗装してくれるところはなかなかないのでかなり安いと思います。ハッピーワンもそうですが、この JP スターさんはカラーリングが可愛いのでカタログ以外の色も施工してくれます。自分好みの色にして所有欲を高めるのもいいと思います。次メリットなんですけど、その前にちょっと番外編としてデメリットまでいかないんですけど気になったことをお伝えしておきます。まずはこの照明ですね。このテープライトと
スポットライトですね。この断熱色の。こちらが中心になりますんで、夜暗くないかが気になります。特にバンクベッド側がスポットライト1個だけなんで、もしかしたら暗いかもしれません。この辺が少し気になりました。で番外編2つ目気になったのが、あとバンクで眠れるかどうかですね。高さいけるか、あとマット結構厚めを入れると言ってたんですけど、それが硬くないか、眠れるか、また機会があれば車中泊もこちらでしてみて、寝心地も確かめてみたいです。まずすごくいいなと思ったのが、この超薄型の12ボルトクーラーですね。これよく冷えました。で、また取り付けてる位置がですね、上にあります。なので熱い空気溜まったのを吸って冷たい空気に変えてくれるんで、すごい効率いいんですね。で、スイング機能があったんで、風がこんな感じで全体車内に行ってくれました。なのですぐに冷えました。こちら側についてる12ボルトクーラーだと、この辺は結構涼しいんですけど、こっち側で風行きにくいんですよね。なのでこの位置の薄型クーラーはかなりおすすめです。次のメリットは高出力タイプのオルタネーターへの交換オプションがあるということです。こちらはまだ値段決まってないということなんですけど、 JP スターさんなんで結構安くしてくれると思います。そうなると 1000W で走行充電できます。これはかなり熱いですね。で、まさに今自分の持ってる軽キャンピングカーを高出力タイプのオルタネーターに変えようと思ってたんですけど、結構難しいんですよね。専用の工具を入れし、車体下潜らないといけないし、ネジが硬かったりします。で、他でやってくれる車さん探すのも結構難しいんですよね。オルタネーター交換だけっていうのは断られることが多いです。その中でビルダーさんがやってくれるっていうのは有料ですが、かなりありがたいことです。で、最後のメリットは何といってもターボ。これにつきますね。もう何年もこの軽キャンピングカー、キャブコンタイプのターボがなかったんですが、ようやくつきました。最強の断熱性能に走行性能も壊れましたんで、もうまさに鬼に金棒ですね。で、ハッピーワンと新型のターボ両方乗ってみて、やっぱりもう全然走りはいいんですけど、ハッピーワンでも平地だったら問題なく走ってくれます。坂のある地域や高速道路ガンガン走行したい人はこのターボ付きモデルがいいと思います。で、またですね、この新型で車中泊旅行ってみたいですね。実際の旅ではこのターボがどう生きてくるのか、そして車内の快適性も確かめたいと思います。はい、ここで今なんとですね、 JP さんから重大発表3つありました。価格も決まったようです。お伝えします。まず重大発表1つ目、名前が変わりました。早速最初 RS1 だったんですけど、なんか RS1 がなんかもう使ってる方がいたらしくて RS に変わって、でたった今ですね、ハッピーワンターボに名前が決まりました。こんなことあるんですね。さあ、そして2つ目なんですけど、発売時期決まりました。なんとですね、この動画出した後からもう予約受け入れるそうです。で、今週末フィールドスタイルというイベントでこのハッピーワンターボ手にされますんで、そこでも受注できるそうです。実際に車来るのは8月ぐらいだそうです。なんで今5月中旬なんで、納期2ヶ月半って感じですかね。それが第1弾の販売分です。なので買いたい人は動画の概要欄に載ってる JP サーさんのホームページ見てもらって電話してください。そしてなんと3つ目なんですけど、価格決まりました。もうここで発表しちゃいます。値段が諸経費税金とか全て込みですね。で、ナビももう表紙の中入ったそうです。なのでこの見えてるもん全てですね、カラーの塗装以外の価格が585万円です。税込み諸経費込みです。どうでしょうか。で、このオプションのカラーリングですね、好きな色を選べば15万円なんで、ちょうど込み込みで600万円になります。簡単に装備をおさらいすると、 12V 薄型クーラー、マックスファンで、リチウムバッテリー 12V 換算で 400Ah、 インバーター 3000W、 冷蔵庫、 FF ヒーターで、カーテンにテレビ、運転席周りはデジタルルームミラー、アランダビューモニター、足回りはタイヤ、ホイール、強化スプリングで、外装はサイドウォーリング。これ全て見えるもん込み込みで585万円です。JP サーさんは3年保証あるそうなんで、3年間はこの装備壊れたら全て無償で直してくれるそうです。これは嬉しいですね。ただ一点注意点として、キャンピングカーは結構壊れるものなんで、この JP サーさんに通える距離の方がいいと思います。もしくは近くの代理店ですね。JP サーさんのホームページに代理店も載ってますんで、その地域に住んでる方がいいと思います。またこちらのハッピーワンターボでも車中泊動画出しますんで、ぜひチェックしてみてください。で、 JP サーさん、また新しい新型車の話も聞きましたんで、そちらもまた随時先行配信していきます。ぜひチャンネル登録してチェックしてください。ご視聴ありがとうございました。
どうもクピオです。今日はですねハッピーワンターボで長期車中泊旅に行ってきます。こちらのハッピーワンターボ、先日内外装紹介を当チャンネルで先行初公開させていただきました。今回の車中泊も初めての動画になります。自分自身ワクワクしています。皆さんと一緒に動画を通じて車中泊旅して、いいところ、そしていまいちなところを見つけたいです。改良の早い JP スタさんなんで、今回の動画の皆さんのコメントがこのハッピーワンターボに生かされ改善されると思います。ぜひ動画見終わった後に意見をコメントくださいね。早速持ってきた車中泊アイテム積み込みます。はい、積み込み完了しました。ここに新しくできた床下収納はアクセスがいいので、ティッシュやゴミ袋、フライパンなどよく使うものを入れています。一番容量の大きい床下収納に着替えや備品などで、一番後ろのソファー、この下も結構スペースありますんで、布団など入れています。24リッターの給水タンクのだいたい8割ぐらい入れました。はい、で出発しようかと思ったんですけど、このハッピーワンターボの他のカラーリングが揃ったようなんで写しておきます。かなりカラフルですね。全部で6種類あります。純正色をベースにボディも塗装されています。こちらはオレンジですね。この色はなんかすごいハッピーワンという感じがします。個人的にはこのホワイトパールかっこいいですよね。純正のホワイトパールをベースに、ボディの中央あたりはノーマルのホワイトなんで、パッと見白なんですけど、よく見ると2色になっています。今回旅する車はカーキメタリックです。この色もかっこいいですよね。さあ準備は整いました。どこ行きましょう。やっぱりターボエンジンなんで坂道性能知りたいですよね。山道や高速道路の途半車線走るようなルートがいいですね。燃費も気になります。今日は山に行って温泉入って車中泊、その後高速道路長距離走ってみますね。今日から35度超えの酷暑日が続きます。この炎天下でクーラー冷えるんでしょうか。そして何時間使えるんでしょうか。キャンピングカーにとって一番しんどい季節ですが、検証するにはぴったりです。かなり電力を使用すると思いますので、その使った電力をソーラー充電と走行充電でどのぐらい回復するかも検証します。はい、それでは安全運転で行ってきます。この JP スターさん出るとき、毎回ワクワクします。大人になっても子供に戻れる場所、JP スターはそんな場所ですね。まずはスペックをこちらに掲載しておきます。ベース車はダイハツアトレ、乗車定員4名、就寝定員4名です。ナンバーは8ナンバー、キャンピングカー登録、軽自動車ベースですが、軽自動車登録ではありません。価格は4区で税金、諸経費など全て込みで585万円。今回紹介する装備、ほとんど標準装備と JP スターさんならではの価格設定です。パワートレインです。エンジンはガソリンターボ 658cc、ミッションは CVT。エンジンの最大出力は64馬力、最大トルクは91ニュートンです。はい、それではガソリン入れて燃費計測します。給油口はこの運転席のすぐ横です。ガソリンの燃料タンクは38リッターです。はい、じゃあこれでトリップメーターリセットします。はい、30分ぐらいですかね。公道走ってみた感想なんですけど、パワー、トルク十分です。信号待ちからのスタートで他の車についていけます。さすがターボですね。ノーマルのアトレイも乗ったことあるんですけど、それと比べるとやっぱりもっさり感はあるんですけど、キャンピングカーとしては平地では十分なパワーです。今のところ坂道だけなんで、あとは上りですね。そして視界なんですけど、やっぱりキャンピングカーなんで視覚あるんですけど、このアラウンドビューモニターがめちゃくちゃ見やすいです。
かなり上から俯瞰して映してくれてます。そしてドライコ兼用のリアのルームミラーモニター、こちらもクリアで見やすいです。両方とも標準装備なすごいですね。あとはこのアトレのアダプティブクルーズコントロール、半自動運転ですね。こちらも後で試してみます。はい、スーパーで買い出しします。はい、駐車完了しました。R&B モニターがあったらもう誰でも駐車できますね。こういった隣り合った街のスーパーでも問題なく駐車できます。高さ制限だけ気をつけなければいけません。ここは 2.4 メーターの高さ制限ありました。ハッピーワンターボは高さ 2.6 メーターなんで、この下は通れません。全幅横幅は約1680ミリなんで、かなり隙間空いています。全長は3800ミリなんで、輪止め前止めると前はこんなにも空いています。やっぱりコンパクトなキャブコンは街乗り最強ですね。日本のキャンピングカーはたくさん種類あるんですけど、ハッピーワンターボは軽自動車ベースのキャブコンなんで、比較的小さい方のキャンピングカーになります。アトレの方のリモコンはこちらで、シェルのリモコンはこちらで、両方とも遠隔操作できます。欲望のままに好きなもの買ってきました。では食材冷蔵庫の中に入れて、ハッピーワンターボの中でお茶しながら今後の作戦考えます。はい、ごちそうさまでした。車内かなり涼しくなってきましたので、エアコンの風量は弱めました。このハッピーワンターボは窓がすごい大きいんですよね。3面あります。なので開放感はかなりある方のキャンピングカーです。早く景色のいいところに行って絶景を眺めたいです。この運転席なんですけど、ぐるっとカーテンがあります。これも標準でついてるんですけど、これパッて目隠しできるんですごい便利です。結構隙間はありますんで、断熱効果は薄いと思います。目隠しとしてはもう抜群です。今回の旅で自分的に気になっているポイントが、この内装のバンクベッドです。こちら大人が寝れるサイズあるんですけど、実際に実用的なんでしょうか。展開面倒じゃないか、寝心地どうなのか確かめます。そしてこのソファーベッドですね、こちらも寝てみます。前回の内外装紹介の時に軽くベッド展開してみたんですけど、ちょっと手間に感じました。その辺とかですね、今日2回目なので改めて展開してみて、実際に寝てみて寝心地、展開の手間体感します。このハッピーワンターボの売りの装備、12ボルトクーラーですね。この薄型タイプビルトインされています。こちらの機器も気になっていましたが、今結構涼しいですね。ただですね、気になるのがこの消費電力が現在冷蔵庫とかも合わせてなんですけど 980W ぐらい消費されています。照明とかも合わせてるんですけど、もしかしたらこのクーラー電気めちゃめちゃ食うかもしれません。この辺気になりますんで、今日の夜から朝までずっとつけっぱなしでどのぐらい減るか確かめてみます。サブバッテリーの容量は 48V の 100Ah なんで、 12V 換算で 400Ah という大容量のリチウムバッテリーが標準装備です。今回の旅なんですけど、今愛知県と岐阜県の県境ぐらいにいます。でここからですね、ちょっと北上していって、岐阜県の山越えて富山県行って、そして
新潟長野山間分走って戻ってきます。この辺の山道は急な坂が多いです。かなりの試練ですが、ハッピーワンターボの実力を試してみます。今から北上していって山の方に向かいます。日が落ちてきたらどこか休憩できそうなところで車中泊します。結構汗かいたんで温泉あったら最高なんですけどね。はい、この街乗りでのブレーキなんですけど、やっぱりですね、キャブコンで車重があるんで、普通の車に比べたら制動距離が長くなります。なのでパワーは結構出るんですけど、制動距離のことを考えてあまりスピードは出さない方がいいかなと思います。もしくは十分に車間距離を上げるかですね。通常のキャンピングカーの運転が必要です。現在国道41号線を走行しています。バイパス道路みたいな感じでかなり快走路です。この国道41号線でここ岐阜県から富山県まで行くことができます。今回は一般道で向かいます。さあいよいよ山道に入ります。ここから岐阜県の飛騨高山へ向かいます。はい、かなり急なカーブが続いています。このハッピーワンターボなんですけど、足回りが変わってます。でその強化された足回りが標準装備です。リアのショックアブソーバー、リアのタイヤがワイドタイヤになっています。でそのおかげもあってコーナリング時かなり安定します。もうびっくりするほどロールしません。結構50キロぐらいの速めのカーブが続いていたんですけど、ほとんどロールしません。これはすごいですね。このぐらい急なカーブ絶対ロールするんですけどね、全然ということはないんですけど、もうほぼないに等しいですね。結構足回りは固めだなと思います。その分ちょっとショックは大きい気もします。ただ横揺れに対してかなり強いので、これ高速道路の風の煽りとかほとんど受けないんじゃないかなと思います。こちらも楽しみです。はい、現在50キロで走行していて途半車線出ました。一般道でもきつい上り坂の時に出る途半車線です。少し速度をしてきたんで踏み出しました。でエンジンの回転数は約2800回転です。でさらに押してきたんで軽く踏み出しました。そうするとまだ50キロキープしてくれています。でエンジンの回転数は約3000回転です。全然問題なく走行してくれます。でここから軽く踏んでも加速してくれました。合格じゃないでしょうか。ノンターボだったらね、あそこから加速が結構難しいんですよね。なのでハッピーワンターボの山道急な上り坂での限界速度は50キロは余裕ということです。多分予想では60キロも出ると思います。この後まだまだ山道続きますんで、もっときつい坂あったらチャレンジしてみます。でまた明日以降の高速道路の途半車線ですね、そちらも再加速できるか、80キロ走行、90キロ走行、または追い越しできるか確かめてみます。うわー、いいとこに温泉と道の駅ありました。助かった。はい、日が完全に落ちる前になんとか到着できました。もう降りた瞬間すごい暑いです。かなりムシムシしますんで、もう早めにお風呂入ります。日帰り入浴書いてますね。あれ、閉館ダメですね。最終受付7時15分、今7時26分、11分前に終わっちゃいました。どうしましょう。一旦トイレをお借りしてから考えます。もうかなり暗いんですけど、ここから50分ぐらいのところに温泉ありました。そこまだやってるみたいなんで、もうちょっと行きます。自分の運のなさに笑ってしまいました。夜中あんまり山道走りたくないんですけど、どうしてもお風呂行きたいんで慎重にゆっくり走っていきます。いやー、生きた心地しなかった。はい、
生き返りました。一時はどうなるかと思いましたが、無事温泉入れてさっぱりしました。しかも温泉で有名な下呂温泉です。最高でした。ただですね、ちょっと山ん中やったんで駐車場がかなり暗かったです。この辺クマ出没情報すごい出てるんですよね。なのでビビりながら急いで温泉の施設内に入りました。ここから15分ぐらいのところに道の駅あります。この国道41号線沿いにあります。今日はそちらで車中泊します。あんまり暗くなかったらいいんですけどね。あ、結構明るい。よかった。無事着きました。それではもう車中泊のセッティングしときます。結構山ん中なんですけど、この41号線まだ交通量ありますんで少し安心です。トラックの方も休まれてますんで人がいるのは少し安心します。ただ道路の向こうはもう完全に山ん中なんで確実にクマいますね。それでは車内でくつろぎます。いや、雰囲気めちゃくちゃいいですよね。なんか照明暗いかなと心配していたんですけど、全然暗くないです。ちょうどいいです。ただこっちのバンク側ですね、あと入り口側、この辺は暗いです。自分は YouTube 撮るんでもっと明るい方がありがたいんですけど、もう動画撮らなくてプライベートで使うだけならこのぐらいがちょうどいいかなと思います。なんか照明の具合とかもすごいおしゃれですよね。本当に1000万ぐらいのキャンピングカーの内装の感じがします。少し前にこのハッピーワンターボ先行初公開の動画、内外装紹介公開した動画にたくさんコメントいただきました。ありがとうございました。ただ結構賛否の声がありました。全部コメント読ませていただいたんですけど、自分の中でちょっと面白かったコメント、なるほどなと思ったコメントを紹介したいと思います。まずは賛否の3からいきます。コメント1つ目、革命やん。これ JP スターさん嬉しいでしょうね。めちゃくちゃ刺さりまくってます。JP スターさん好きすぎる。やっぱりこのコンセプト、デザイン刺さる人いてますよね。家族ではなく私みたいに子供が独り立ちして今後どう過ごそうかって人には刺さってくると思います。そうですよね。お子さんが独り立ちして一人の時間ができた方にはこういったキャンピングカーで旅するにはもってこいの車ですね。もうすぐ定年のじじいにとってはついの車になりそう。確かにそのぐらい完成度高いですよね。ターボ最高、足回り強化、バッテリーなどかなり魅力的。そうなんです。足回りが標準で強化されてますんでかなりお得ですよね。後でお金かけなくてもいいのは安心です。バッテリーも標準で 12V 換算 400Ah なんでもういきなり即戦力です。アラウンドビューもあるの最高。もう本当にこのアラウンドビューモニターはキャンピングカーには必須と言ってもいいほどあるのとないのでは運転の楽さが違います。薄型エアコンの存在感のなさ素晴らしい。もう本当このエアコンすごいですよね。めちゃくちゃ薄いです。家庭用エアコンのようですが高さが半分ぐらいです。ターボは魅力ですね。あとは冬タイヤ&ホイール販売対応がどうなるかですね。そうですね。今冬用タイヤとホイールを開発しているようです。
これができれば雪道も走れますんで、もう鬼に金棒です。次のコメントが結構被ってました。シティバージョンが出てほしいな。街乗りもしたいし、家のガレージ入らないので、出たら絶対買う。シティのターボ販売されないかな。都心の方に住んでいる私からすると、シティ版が出たらマストバイになりそうな車と、このシティのターボバージョンを望んでいる方が結構いました。確かに高さが都会ではネックになりますんで、背の低いシティは走行面でもかなりアドバンテージがありそうです。次賛否のピの方なんですけど、一つ目のコメント。家族4人だと狭いんですけど、2人ならかなり欲しいですね。確かに4人でも車中泊できるんですけど、2人ぐらいがちょうどいいですね。個人的には内装は白基調がいいな。白のバージョンや違うバージョンもあってもいいですよね。この木目や茶色は好き嫌い分かれるかもしれません。軽自動車や軽自動車ベースの車両では釣り具やキャンプ道具、着替え等の荷物を積むと狭すぎる。釣り竿は結構スペース取りますもんね。でキャンプ道具はこの中入れると本当にパンパンになると思います。その辺はやっぱり軽自動車ベースなんで、かなり工夫や DIY が必要かなと思います。キャンプ道具たくさん載せられる方は、リアにサイクルキャリアつけるか、もうワンランク上のキャンピングカーがいいかもしれないですね。次、賛否で結構多かったコメントです。バンク収納として使えないか。うちのバンクは荷物置きに使っているので、テレビは今まで通り後ろでバンクを簡単に荷物置きに使えるバージョンも作ってほしいな。バンクはプレミアムの方が良かったな。と、このバンクベッドをですね、その収納として使えなくなっちゃったんで、それを結構指摘している方が多かったです。これこんな感じで展開するんですけど、こう下げます。で、あと引くんですけど、なんでここの奥がですね、収納として使えるんですけど、この辺はちょっと収納として使いにくくなりました。確かにここの位置の収納はかなり使い勝手いいので、もうバンクで寝ない方は収納の方が使い勝手いいかもしれません。JP スターさんね、聞くと、このバンクを引いてベッドにするタイプともうワンパターン考えているそうです。そちらは収納として使えるそうです。こちらの開発も待ち遠しいですね。ただ自分的にはもうすぐ寝たい人ですねとかは、この今回のバンクベッド結構いいんじゃないかなと思います。バンクベッド展開するときはここにバーを入れます。そして引くだけです。これがガタンってなっちゃうんで、ちょっと気をつけないとダメなんですけど、これでですね、長さが結構長くて、この長さがですね、1820、そして横幅が1600なんで、170センチ、自分ぐらいの大人の男性でしたら眠ることができます。前のハッピーワンとかは長さが1800なかったんで、男性に寝るのが結構大変だったんですよね。なので、ここの下、ベッド展開しないで、もうこの状態のままでバンクで寝るっていうのも結構いいかなと思います。で、今日こちらで寝てみます。まだ賛否のピのコメントがあるんですけど、結構確信をつくコメントもありました。メリットとしてタイヤハウスが前方にあり、足回りが狭くなるので、体の大きい人は長距離運転時に窮屈感が出てきそう。助手席の足元がものすごく狭い。あとで運転席、助手席の足元の狭さは致命的ではと、足元の狭さを結構言ってる方が多かったです。これは本当人によるかなと思います。自分は今回運転してみて広いとは思わなかったんですけど、別にこんなもんかなという感じで運転していました。別の車になるんですけど、タウンエースも足元狭いって結構言ってる方が多かったです。で、自分はタウンエースは別に狭いと思いませんでした。なので足元広い車に乗ってる方は結構狭く感じるかもしれません。元から狭い車を乗ってる方は何とも思わないと思います。ハッピーワンターボの価格を考えると JP スターさんならトレジャー1の方が価格差も少なくマルチルームがついて630万円とお得な気がします。確かにね、もうこうなってくるとタウンエースベースと価格はそんなに変わらなくなってきます。で、タウンエースはまあまあパワーありますし、マルチルームもついてますんで、車体が大きくても構わなければタウンエースベースもおすすめですね。なんだこの理想の軽キャンは、この開発をやめない姿勢が JP スターだな、好き、いっぱい故障するけど、そうなんですよね。結構 JP スターさんは作りながらブラッシュアップしていきますんで、改善ポイントは出てくると思います。ただその代わり、開発速度が速くて、3年間は故障した箇所、無償で直してくれるそうです。なのでやっぱり販売店や代理店、近い方の方がいいと思います。ある程度キャンピングカーは壊れるものと思っといた方が、購入後のがっかりでは少ないかもしれません。という感じで結構面白いコメント、ためになるコメントをたくさんいただきました。ありがとうございました。また今回の実際に車着した動画もぜひコメントください。それがまた反映されると思います。さあ、それではお腹空いたんで晩ご飯にします。今日は結構時間がなくなると思っていたんで、
お惣菜中心に買ってきました。この野菜とおからは健康枠です。で、自分が食べたかったサーモンの刺身、そして筑前煮、そしてここ飛騨といえば飛騨牛のステーキ、こちらフライパンで焼きます。筑前煮は電子レンジで軽く温めます。電子レンジがこの上ではなくて下になりました。で、このままでは開きません。なんでソファーを1回抜かします。そしてこれで使えるようになります。今ちなみに DC12V クーラーと照明と冷蔵庫で 430W 消費しています。電子レンジも加わると 1.7kW なんで 1700W ですね。このキャンピングカーのインバーターは 3000W なんでまだ余裕があります。すごいですね。はい、できました。一人で使う分でしたらこの電子レンジの時にソファー移動させるのは全然苦じゃありません。人数増えてくるとここ抜いてもらわないといけないんで、そうなってくるとちょっと面倒くさくなってくるかもしれません。ではあとはステーキ焼いていただきます。一応匂い困らないようにマックスファン回してこの窓だけ開けときます。いただきます。ごちそうさまでした。結構量多かったんですけどペロッと食べちゃいました。それでは片付けてゆっくり休みます。やっぱりお惣菜が多いとゴミの量がかさばります。ハサミとかで切れる分だけ切ってコンパクトにしておきます。ハッピーワンターボの一番後ろのナンバープレートのとこ引くとゴミ捨てる用の収納があるんですけど、今回野生動物が結構出ますんで、もうゴミは防臭袋に入れて車内で保管しておきます。汚れてはないんですけど、一応アルコールウェットティッシュで拭いておきました。またこの IH 調理器とフライパンは明日の朝ごはんで使用します。ゴミはこのソファー下の奥の収納、ここに入れておきます。ここ結構奥行きありますね。手前には一つボックスを置いています。今日の布団なんですけど、下にこういった薄めの敷布団とでタオルケット、枕持ってきました。もうこのままの展開でいけるようにバンクベッド展開して寝ます。でテレビなんですけど、今日はもう遅いんでまた明日以降テレビ見ながらゆっくり過ごします。テレビはナビのテレビとテレビチューナー2パターンで見れるようです。テレビチューナーは意外と山間部電波届かないので、ナビのテレビの方が見やすいとのことです。さっき歯磨きなど済ましておきます。あは
はい、それでは初めてバンクベッドで寝てみます。ここの折りたたみ金具を外します。そして反対側と2箇所ですね。でこちらを倒します。で次引いてフラットにするんですけど、ここバタンといつもなるんで、ちょっとゆっくりいってみます。手を軽く持ちつつゆっくりいきます。あ、やっぱりなっちゃいましたね。これこうやって下からの方がいいですかね。こんな感じで下を押さえつつ、こっちの方がバタンとなりにくいかもしれません。そしてこの奥にあるマットを展開します。これでいいんですかね。ちょっと勝手が分からなくて手こずってしまったんですけど、これで長さが1820で横が1600の大人2人眠れるベッドになりました。このマットね、ちょうどこの折り目のところで曲がってるんですよね。でもしかしたらこのまま展開できないですかね。ちょっとこのまま折りたたんでみます。ここを上げて、そのまま奥に押します。あ、いけそうですね。これそういう仕様じゃないですかね。でこのままこう上げます。あ、ちょっとこれは厚みがあってできないですね。ここまではマットとこの下の板が一緒に折れ曲がってくれます。ただこれを上げるとなると、このマットのバースターで曲がりません。なのでこの状態で置いといて、でこうベッドを展開する。こうですね。これもいいですよね。ただ折りたたむときにここの手持つとこがないので、下から押さないといけません。ここの下ですね。ここを押します。ただこれはすぐにベッド展開できるんですけど、テレビが見ることができません。なんか惜しいですよね。もうこのままマットついたままこうテレビも見れて、でこのまま展開できたら一番いい気もします。ただこの状態でですね、収納として使うのもいいですよね。上をこのまま固定しちゃって、このバンクベッドはまだまだなんか良くなっていきそうな気もします。ちょっと毎回気をつけて展開してるんですけど、最後ゆっくりしてもガーンってなっちゃいます。何かダンパーなどあってゆっくりフラットになるのがいいですね。あんまり回数やりすぎるとなんかダメージ与えそうです。でここに敷布団を敷いてタオルケットで寝ます。このバンクベッドにこういった敷布団とかその上の布団とかですね、冬とかやったらもっと厚みが出てくるんですけど、これするのが結構自分苦手で、この高さがあんまないんでやりにくいんですよね。なので一緒にバンクベッド展開とついてくるのが一番いいですよね。もう下のマットだけじゃなくて敷布団や上の掛け布団も全部一緒に出てくればかなり便利だと思います。はい、170センチの自分が足伸ばして眠れます。でこれこんな感じでつま先ですね、こちらを伸ばしてもちょっと軽く当たる感じですね。これならあんまりストレスはないと思います。ただこっち側頭はですね、もうちょうどぐらいなんであんまり余裕ないんで、できればやっぱりこれ斜めで寝た方がいいですね。そうですね、こっちの方がやっぱ安心ですね。かなり余裕が生まれます。足はもうどんだけ伸ばしても当たりません。で面白いのがちょうど頭の位置がですね、これマックスファンに来ます。でマックスファンでちょっと透けてるんで、雨の当たる音や雨が見えたりします。結構いいですねこれ。ただ朝はシェードみたいなのしとかないとかなり眩しそうな感じもします。でちょうどバッテリーメーターも頭の横に来ます。で現在 68% 残っています。でこのままもう一晩中12ボルトエアコンつけてみます。やっぱりですね、このバンクベッドちょっと暑いです。下の方が涼しいです。なんか体感2度ぐらいですかね、そのぐらい違うような気もします。ここから下を見る光景も面白いですね。バンクベッドを活用すれば4人就寝、窮屈じゃなくて普通に眠れると思います。下2人上2人ですね。で上がる時なんですけど、こっち側のソファーに足乗っけるか、もうこっちのテーブルですね、ここに足乗っけるかです。ここはちょっと不安定なんで、こっちの台だったら問題なかったです。でバンクにはこういった小窓が両サイドついてますんで、外を見ることができます。こっからの景色ってなんかいいんですよね。サービスエリアとかすごいワクワクします。
さあ眠ります。でライトはですね、ここに操作スイッチありますんで、バンクベッドからでも消すことができます。であとは手元のここですね。で面白いのがですね、これ揺らしてもそんなに揺れないんですよね。揺れるんですけど、揺らって1回入れたらもうすぐ収まります。これショックアブソーバーが揺れを吸収してるのがよくわかります。結構キャブコンだったら1回揺らすとその後しばらく揺れたりするんですけど、これはもうすぐに揺れが収まります。だから今日の山道もロールが少なかったんですね。でちょっと伝え忘れてたんですけど、肝心な高さの圧迫感ですね。こちらそこまでありません。ただそんなに高いというところもないんですけど、圧迫感感じるぐらいの高さではありません。問題ないレベルかなっていう感じです。で冬用とかですね、布団が分厚くなってくるとちょっと近くなるかもしれません。これも人によるんで、興味ある人は一回寝た方がいいかもしれません。はい、無事ハッピーワンターボ車中生活1日目終わります。ほっとしました。途中大雨でどうしようかと思いましたが、無事温泉も入れて道の駅にもつけてよかったです。やはりキャンピングカー強いですね。あれだけの大雨でもびくともしないの心強いです。そして今日ハッピーワンターボで山道も走っていて、一般道も楽しかったです。いつもだったら信号スタートで遅れる感じがするんですけど、ある程度普通の車にもついていくことができました。なんか走りのストレスが減ったような感じです。山道もワインディングすごい楽しかったです。明日も山道楽しみです。そして高速道路、このハッピーワンターボのパワー、そして足回りの進化が問われます。多分いい走りを見せてくれると期待しています。思ったよりも山道の走りが良かったんで、どんどん進めます。これから先の絶景もたくさん見れそうです。それではおやすみなさい。眩しい。ここから太陽光の光がかなり入ってきます。でここは温度も上がっています。一晩クーラーつけていて、バッテリー残量は 40% になりましたね。寝心地は良かったです。このマットなんですけど、結構薄いかなと思っていたんですけど、実際寝てみると底付き感もなく背中痛いとかはありませんでした。やっぱこの広さですね。これが軽乗車ベースで実現するのはやっぱりバンクベッドならではですね。で幹線道路横なんですが、走行音まあまあ聞こえますが、そこまでうるさいという感じではなかったんで、自分は眠ることができました。ちょっとここ眩しいんで、早急に対策しないとバンクベッドで寝るのは難しいですね。こんな感じで斜めで寝れば直接の光は避けれるんですけど、それでもやっぱりちょっと眩しいですね。はい、それではバンクベッド片付けていきます。まずはこの上の敷布団やタオルケット折りたたみます。一旦くるくるまとめて一番奥にしました。でこの次マットですね、これやっぱり外さないといけないんで、一旦こちらも折りたたみます。ちょっとこれが折りたたみにくいですね。この横にねちょうどぴったしなんで、ここ当たっちゃいます。なんかパタンパタンという感じで綺麗に折りたたむことができませんでした。2人で寝ないんであればもうちょっとこの横切ってもいいですね。はい、次こちらを持って移動させます。でこのまま押し込みます。はい、これで奥に収納されました。最後にこのテレビを持ち上げて、ここの折りたたみ金具ですね、これを設置します。このバーは出入りしますんで一旦取っておきます。ここは入らないですね。この運転席の上のところ、ここ収納結構ありますんで、ここに置いておきます。で反対側、こちらはこの折りたたみ金具でバーがこうやってフラットになるようになっています。で展開するときはこう上に上げるだけです。こちらはもう別にこのままでも問題ないんで、このままにしておきます。はい、これでバンクベッドの収納が完了しました。結構簡単ですよね。気になるところはやっぱり展開してからのこのマットを引いて布団を引く行為ですね。結構上下の高さがない空間なんで、この中でするのが狭くてやりにくいなと思いました。
このマットがついてきてくれたらいいんですけど、ついてこないならもうこのままでパタンパタンって簡単に展開できるように、ここのサイド当たらないようになっていたらいいなと思いました。じゃあ今日の夜はですね、こっち側の下で寝てみます。ここの道の駅なんですけど、標高が600メーター以上あります。結構高いんですね。なので少し涼しいんかなと思ったんですけど、もう外気温 33.9 度まで上がってきました。ただ車内は 26.4 度とかなり涼しいです。今日も日中ガンガン気温上がってくると思います。一番暑い時に一回この 12V クーラー試してみます。もうこのクーラーがなかったら旅できないですね。頼もしい存在です。ただちょっと消費電力が高いのが気になりましたが、もうなかったら旅行こうと思わないですね。道の駅で地元の食材あるかちょっと見てきます。それではゴミ後ろ収納ボックスありますんで移動しておきます。ここのナンバーのところのロックを外すと、こんな感じで水抜き穴のあるゴミ収納ボックスが現れます。ゴミ袋1、2、3個分って感じですかね。ここに穴開いてますんで、もう汚れたら水でバーッと流すだけで綺麗になります。これはかなり便利です。ここにバックセンサーもついています。アトレイ純正でついているものをそのまま流用しています。ここターボっていうロゴが入っています。これ前なかったですね。外装のその他変更点なんですけど、今こちらの車両にはついてないんですけど、ここにステップがもう1個の手に車両がついていました。手動式のステップになります。フロントも変更ないですね。このシェルのボディ丸みを帯びてるんですけど、これがすごいいいですよね。少し湾曲しています。真っ平らではありません。この端からですね、ちょっと軽く盛り上がっていっています。でまた収まっていく感じです。本当に軽い丸みを帯びています。これが前面パネルそうなっています。これ JP サーさんこだわって作られたそうなんですけど、自分もこれはすごいいいなと思いました。なんか愛着が湧くっていうんですかね。他のキャンピングカーと違うんで所有欲も高まるし、自分だけのおもちゃ感が増します。で足回りなんですけど少し変えたようです。このタイヤホイールは前からついていました。こちらはリアワイドタイヤで、タイヤの銘柄は横浜タイヤのパラダ PA03 という結構横幅が広くて安定するタイヤ履かれています。フロントはそのままでリアがワイド化されています。ここの幅がかなり広いです。でこれ後ろの下からなんですけど、青く見えるのがバネですね。ごっついの入ってます。これが強化されています。でその手前にはちょっと黒いんですけど見えにくいんですけど、強化ショックアブソーバーも入っています。以上4点ですかね。タイヤ、ホイールでリアのスプリング、そしてリアのショックアブソーバー、こちらは標準で前から入っておりました。で今回ですね、フロント側にスタビライザーとショックアブソーバー試験的につけているようです。こちらも標準装備になるかもということです。スタビライザーはこのちょっと青い棒ですかね、こちらがスタビライザーになります。スタビライザーの効果としては、このコーナリング値でこう傾きますよね。それを修正してくれます。例えばこんな感じでこう左に曲がっていくとした時に、車はこんな感じで G がかかります。でその時にこっち側が沈みますよね。でそのスタビライザーがこう下がるとこっち側も両方下げてくれます。なので必然的に平行になってスムーズに曲がれるようになります。でもう一つはフロントのショックアブソーバーですね。このバネが変わってます。でこちらは固めにセッティングされているということです。で今後ですね、柔らかくしたりとかいろいろ調整して一番いいベストの位置を探していくそうです。なので自分が今回乗ってるのはもうタイヤのワイド化にリアは強化スプリング、強化ショックアブソーバー、そしてフロントはスタビライザー、そしてショックアブソーバー、全部キャンピングカー用に変えられてますんで、かなり走行性能は良くなっています。だからこんな山道をもう右左曲がっても走行性能が安定していたんですね。これが標準でつくそうなんですが、やばないですか。もう絶対走りは約束できると思います。さあもう一つですね、この走りについて
どうしてもお伝えしたいことがあります。こちらのアトレのホイールベースなんですけど、このタイヤからタイヤの距離ですね、これが長い方が直進安定性が増します。高速道路とかのふらつきが少なくなります。こちらアトレになってかなり長くなりました。出発前にハッピーワンと比べたんですね。ハッピーワンはハイゼータトラックです。そちらと比べるとなんとこのホイールベースが30センチもアトレの方が長かったです。なので直進安定性も良かったんだと思います。これはもう高速道路旅が楽しみで仕方ありません。それでは道の駅で買い物していきます。昨日到着した時暗くて分かんなかったんですけど、横幹線道路と電車も通っています。で、山に囲まれていてすごい空気美味しいです。道の駅のすぐ裏はもうこんな感じで清流が流れています。めちゃくちゃ綺麗ですね。心が洗れます。あんな感じでもう川の近くまで車で降りて川遊びをされている方もいます。ハッピーワンターボも4駆なんで空いた場所も走るのが心強いですね。夜間も照明ついてましたんでトイレも問題なく怖くなく使用できました。道の駅内にこういったテーブル売っています。天に一枚板のローテーブルが並んでいます。こちらはまな板やヒノキ一枚板、こちらは2200円とかで売っています。こういった板買って自分のキャンピングカーにテーブル設置するのもいいですよね。ジェラートすごい濃厚で美味しかったです。はい、それではですね、道の駅ちょっと車も増えてきましたんで移動します。アイス食べてちょっとお腹も満たされたんで1時間ぐらい走行してみます。その後朝昼兼用の車中飯をしないといただきます。で、調べたいのが走行充電です。屋根には 175W のソーラーパネルが標準でついています。で、エンジンの動力を利用して発電するオルタネータ発電、走行充電は通常だと約 300W くらいの発電になりますが、今回のこちらの車はなんと高出力オルタネーターがついています。なのでかなり電気生み出すと思います。こちらはオプションなんですけど、どのぐらい発電するのかちょっと確かめておきます。今現在約 40W ぐらい消費しています。こちらは車内の照明と、あと冷蔵庫で今電気消費していて、それにソーラーパネルからの電力が加わって相殺されて40から 50W ぐらいですかね、消費されている状況です。今 70W ぐらいに変わりましたね。だいたい 40W から 70W 消費という感じです。この状態で一度エンジンかけてみます。はい、ガンガン上がってきました。もうエンジンつけてすぐなんですけど、現在 700W オーバーですね。約 726W 発電されています。今エアコン車ついてますんで一度消してみます。あ、素晴らしいですね。エアコン切ってもそんなに発電は変わりません。740W です。20W 上がったぐらいですね。自分の軽キャンピングカーだとオルタネーターノーマルなんですけど、エアコンつけちゃうとほとんどサブバッテリーへ充電されなくなります。そのぐらい電気が回らなくなるんですけど、こちらはエアコンつけていてもつけなくてもほとんど変わらず 700W 以上サブバッテリーへ充電されています。冷蔵庫などで 60W ぐらい消費されていますんで、約 800W アイドリングで充電される計算になります。これでエンジン回転数上がればさらに発電量上がると思いますんで、このまま走行充電してみます。現在 33% です。ここから1時間走行します。それでは安全運転で再出発します。いや、昨日はねもう真っ暗で雨すごかったので怖かったんですけど、もうこの昼めちゃくちゃ気持ちいいです。山道でハッピーワンターボカーブもよく曲がるんですごい楽しいです。本当もうこんな感じで車についていくことができるの、これ結構すごいですよね。山道右へ左へカーブ上りも多いです。ノンターボのハッピーワン乗ってる方ならこれがどのぐらいすごいかわかると思います。通常こういった道っていうのはキャンピングカー渋滞作っちゃうんですけど、渋滞の後ろについていく側になります。もうこの車でどこまでも遠くに行きたくなっちゃいます。はい、岐阜県の高山市街地に入ってきました。結構都会ですね。で、ここからですねずっと北上していって富山県へ向かいます。岐阜県の高山市内も道の駅多いので、途中道路沿い道の駅寄りながらのんびり旅を楽しんでいきます。
今結構雨降ってきてちょっと収まったんですけど、まだ降っています。で、今からですね、ちょっと下りに入っています。コーナリングは結構スムーズなんですけど、やっぱり下り時の制動距離ですね、ブレーキ踏んでから止まるのが少し鈍さはありますんで、かなり余裕を持って早めにブレーキングして曲がった方がいいかなと思います。で、ロールもですね、下りの時は気持ち増えてるような気がします。やっぱりこの車の重さ、シェルの重さが下りになることにより、重力の関係上、足回りにはさらに負担がかかってるんじゃないかなと思います。とにかくゆっくり行った方がいいですね。とうとう山越えて富山県まで来ました。一旦道の駅で食材など見て、その後車内でご飯いただきます。いただきます。ごちそうさまでした。一瞬で食べちゃいました。岐阜県で買ったさっきの焼きそば、めちゃくちゃ美味しかったです。ホタルイカ沖漬け時代に結構塩分ありましたんで、もう調味料は薄味で大丈夫でした。簡単ですが、こうやってパパッと調理することもこのハッピーワンターボなら可能です。というのも、このキッチンのテーブルとメインテーブルあるんで、物はたくさん置けます。ではコーヒー飲みながら少し休憩します。前回動画出した時に視聴者様からのコメントで、ラップポン入れたいので入り口の床下収納や奥のシート下の収納寸法を教えてほしいとリクエストありましたんで、今測ってみます。まずこの床下収納ですね。高さが約15センチ、この奥からここまでが93センチで、横幅が約41センチです。結構奥行きがあって、このソファーの下ですね、この下もまだ続いています。ただちょっとですね、ここボコッと2、3センチですね、膨れ上がっている箇所があります。リアのソファー下収納も測っておきます。ここちょっとアクセスはしにくいんですけど、結構広いスペースあります。でこの横のドアから外とつながっています。ただ2箇所ほどですね、このエアコンの配管、多分車体外につながっていると思いますので、全部は利用できません。まず高さからなんですけど、約35センチですね。で一番長いこちらのサイズが約115センチです。でこの短い方の長さが33センチです。1メーター以上ありますんで、長尺物とか外から入れるのにちょうどいいですよね。キャンプ道具とか良さそうです。今回初めてハッピーワンターボで車中泊一泊してみて感じたことをお伝えします。総括っていうんですかね、もう一言で表すと名車の予感がします。コンパクトでどこでも止められてどこでも行ける、運転しやすい、中も最新装備で、この猛暑日続く日本の夏でも旅に行けます。もう間違いないですね。ただ2人旅がいいと思います。寝るだけなら4人問題ないんですが、旅するなら2人プラス小さいお子様くらいまでですかね。そのぐらいが快適に車内で過ごせると思います。大人3人以上だともうワンランク上の広さのキャンピングカーが後悔ないと思います。自分的には1人で使うと至高のキャンピングカーになると思っています。何か工夫してトイレも置けるし、もう1人で生きていけます。感じたことのメリットデメリットをお伝えする前に、まず検証データからお伝えします。一般道の燃費なんですけど、これもうメーターで表記されています。
1リッターあたり 9.4 キロ走ります。今回は一般道、市街地、山道、バイパス道路など走行して約250キロ走行しました。このアトレノーマルのカタログ時が13キロ台だったので、やっぱりキャンピングカーになると燃費は悪くなりますね。ただ他のキャンピングカーに比べるとむちゃくちゃ悪いとかはないと思います。さあ次はこのキャンピングカーの売り、走行充電ですね。こちらオプションの高出力オルタネーター取り付けています。2時間半山道走行してその後の写真なんですけど 62% に増えてました。で充電がこの時 623W です。最初は 33% だったんで2時間半で 62%、29% 増えました。1時間あたり 11.6% 増えました。ワットに換算すると約 600W 充電という形になります。計算方式はこちらのサブバッテリーが 52V の 100Ah なんで 52×100、5200Wh の 11.6% です。もうちょっといくかと思いましたが 600W 充電されているということは冷蔵庫とか消費省くと約 700W の充電ぐらいじゃないでしょうか。最初 800W ぐらい充電されていたんで期待してましたが、最初はメインバッテリー、車のベース車のバッテリーが容量たくさんあったかもしれません。それがなくなってメインバッテリーからの持ち出し分がなくなり、最終600から 700W に落ち着いたかもしれません。次はこの 12V クーラーですね。こちら昨日夜10時に開始して、そこから約12時間ちょいですね。お昼ご飯など合わせて約12時間半つけました。それで 40% 消費されていました。なので車中泊するだけなら問題ないと思います。日中こもるならバッテリーは空になりそうです。その他検証というか気になっていた箇所、先お伝えしておきます。まず電子レンジのこの位置なんですけど、実際にこうやって使ってみて、ここが曲がるんで結構問題なく使えました。これは OK 範囲じゃないでしょうか。次このボディの遮音性なんですけど、ハッピーワン同様遮音性はかなりしっかりあると思います。クーラー効くかどうかなんですけど、残念ながら今日の気温がそこまで高くないんですね。外気温今 29.5 度で車内が 25.4 度です。もちろんこの温度では問題なく効きます。昨日のお昼は暑い時ですね、だいたい34度ぐらいでした。そのぐらいでも効きました。問題は最近の日本はもう40度近いんで、その時で効くかどうかですね。これは明日以降の検証に持ち越しになりました。で走行面の坂道登るかどうかは問題なく登ってくれました。次気になっていたこのバンクベッド、実用的なのかどうかですね。こちら実際に寝て使ってみて分かりました。実用的に使えます。ただ気になる点として、上が熱かったり乗りよりちょっと気合い入ります。あとマットですね。敷く時もちょっと体勢辛いですし、敷布団も敷きにくかったので、もっと簡単にできる方法はないんでしょうか。あと前回の内外装編でもお伝えしたんですけど、これ引いた時にここパターンってなるんですよね。それが気になりました。この構造でいくなら何かダンパーのようなものが欲しいなと思いました。それでは実際に使って感じたメリットデメリットをお伝えします。まずは走行編からお伝えします。まず1つ目のデメリットなんですけど、この重いシェル乗せてのブレーキなんで制動距離結構必要でした。下りとかですね、特にちょっと長いような気がしました。やっぱりこの純正のアトレですね、こちらをベースにブレーキもメーカーさん作られてますんで、積載可能範囲の重さのシェルなんですが、荷物満載状態と思った方がいいですね。制動距離が必要なんで、前の車との距離は多めに空ける、そしてスピードは出しすぎない、これは必要な運転条件に入ってきます。で2つ目のデメリットなんですけど、航続可能距離結構短いです。キャンピングカーは燃費が悪いんでしょうがないんですけど、このアトレのタンクが38リッターなんで、1回で走行できる距離、一般道だと今回リッターあたり 9.4 キロ走りましたんで、それ38かけると357キロになります。少し遠出するのは不安な距離になります。もうガソリン半分ぐらいになったら入れときたいですね。日本の本州は行けるんですけど、北海道とかになってくると何百キロ先のガソリンスタンドしかないとか、そんな話になってきますんで、ちょっと不安ですよね。3つ目のデメリットはトルクがあまりないので出だし少し遅いです。これはガソリンエンジンの特性っていうのもあります。通常アトレだとドライブに入れてブレーキ離すとゆっくり動くクリープ現象っていうのがあるんですけど、それはありませんでした。全然進みませんでした。だから信号待ちとかでちょっと違和感あるんですよね。ブレーキ離してもあれなんか全然進まないっていう感じで、踏んだら進むんで、一瞬サイドブレーキとかパーキングブレーキ踏んだままなんかなって錯覚します。車体が重すぎてクリープ現象がないという感じです。ただ少しエンジンの回転数上げてあげれば問題なくぐんぐん進んでくれます。4つ目のデメリットは、これちょっと自分知らなかったんですけど、ここに書いてました。ここにJP サーさんが貼ってくれてます。高さ注意 2.6 メーター以上とかですね。このアトレが 2.5 メーターなんで 2.6 メーター以上は走らないでくださいという注意書きです。その下なんですけど 4WD リミット40キロです。これ4区では40キロまでしか走ったらダメということです。ここに4区と
4駆オートの切り替えがあります。こっちにすると4駆ロックですね。もうこれ4駆で走ります。こっち側にすると4駆オートになりますんで、基本は2駆で走行してアクロになって空回りとか回転すると4駆になります。で、あとこれ真ん中にするとそうですね、3つのモードなんで、真ん中は2駆だと思います。この原因はリアがワイドタイヤだからだと思います。ほんの微妙にその1回転の距離が違うんだと思います。なので雪がめちゃくちゃ積もっているとこや砂利などぬかるんでるとこなど、そういう場所は4駆で問題ないんですけど、こういったアスファルトの綺麗な道ですね、こういうところではあまり速度は出さない方がいいようです。ここはちょっと注意が必要ですね。以上が走行面で感じたデメリットなんですけど、デメリットはまだいかないんですけど、ちょっと伝えておきたい番外編があります。それはこのハッピーワンターボ購入後、地元のダイハツディーラーでどこまでメンテしてくれるか不安です。このアトレイベースでキャブコンにしたキャンピングカーは日本でこれ初めてなんで、多分ディーラーの人も見るのは初めてだと思います。なのでどんな反応されるか分かりません。もしかしたらメンテ断られるかもしれません。その辺は未知数なんで、購入検討されている方は一度地元のディーラーさん、ダイハツに聞いておいた方がいいかもしれません。一方走行面でのメリットなんですけど、まず1つ目、このターボですね。もう分かっていましたが、このターボやっぱりすごいです。坂道も余裕で走ってくれます。今までのハッピーワンユーザーなら分かると思いますが、もう坂道で渋滞作らなくても行けます。そして片側1車線のバイパス道路で長いレースを作らなく行けるようになります。余裕で坂登ってくれますので、もうこれが何より皆さんが望んでいたことじゃないでしょうか。今までハッピーワン購入検討されていて、やっぱりやめとこうってなった理由の中に坂道登らないというのがあると思います。そのストレスがなくなりますので、購入したい人も増えると思います。ただこちらも注意点なんですけど、ハッピーワンのノーマルと比べてかなりパワーがあるということなので、普通の車に比べるとパワーはない方です。なので興味ある方は1回試乗された方がいいと思います。走行面2つ目のメリットは何といってもこの足回りの強化ですね。もう今回びっくりしました。山道のカーブ余裕で他の車についていけます。しかもこのハッピーワンターボは車体の幅が狭いんで、こういった道路の中である程度移動できるんですね。なのでカーブの時ちょっとアウトインアウトっぽくラインを取るとさらによく曲がってくれます。大きいキャンピングカーやトラックではもう道幅いっぱいに走行しますんで、それができないのでコンパクトな車はコーナリング時のアドバンテージがあります。足回り今回固めのセッティングだったんで、路面のショックですね、ガタンガタンとしました。柔らかくいなしてくれるというか、ガタンって一回強いショックが起きてその揺れがすぐ収まる感じです。これが柔らかめのセッティングならどうなるのか、ちょっと乗ってみたいですね。希望としてはもうこのショックガタンガタンっていうのをいなしてくれて、なおかつ山道などロールですね、これも抑えてくれるようなセッティングがあれば一番いいと思います。そんなチューニングにしてもらいたいですね。3つ目のメリットなんですけど、これ今回走行するまで気づきませんでしたが、このホイールベース長いのがかなり有利に働きました。直進安定性が良かったです。特に一般道なんですけど、バイパス道路ですね、少し速めの60キロ70キロ制限のところはすごく安定していました。対向車で大きいトラック来てもほとんど揺れずにまっすぐ走ってくれました。あとハンドリングもずっともうどしっとまっすぐ何も触らず走ってくれる感じでした。これは高速道路の走りが楽しみですね。次番外編で一つだけお伝えします。この非常機なんですけど、こっちがあります。こっちがないんですけど、これね結構楽でした。これ長距離も楽だと思います。これはメリットだと思います。アトレ純正なんでアトレについてる非常機です。次車内編なんですけど、まずはデメリット1、夏場ですね、3人以上の旅は厳しいです。オプションの高出力オルタネーターがあっても冷蔵庫使用しながらなら約 600W バッテリーへ充電される感じになりますんで、このリアの空間3人目4人目座ってると冷やさないといけません。そのクーラーの消費に電気が回ってバッテリー回復しません。なので車中泊スポットついてから電気が使えなくなっちゃいます。で、2個目のデメリットはこの 12V クーラーなんですけど、消費かなりあります。昨日お昼34度ぐらいの時にちょっと消費電力を見ていたらもう 900W ぐらい消費されていました。今はちなみに消費電力全体で 400W です。そんなに外気温高くないんでそこまで消費してないかなと思います。でもずっとつけっぱなしにするなら気になりますよね。日本製の家庭用エアコンなら一度空間が冷えるともう 100W とか 200W とかそんな次元になります。やっぱり日本製の家庭用エアコンが最強ですね。ハッピーワン結構スペースあるんで、なんか家庭用エアコンつけてもいいかもしれません。あとこの 12V クーラーで気になるのが、このフィルターのなんか掃除する方法がちょっとわかんないんですよね。で、この木の枠があるんでちょっと手も入りにくいです。この辺メンテナンスがどうかなと思います。やっぱり
かなりほこり吸いますんで、なんかフィルターでペロって剥がせるタイプの掃除が楽かなと思いますが、そういったものが見つかりません。自分のキャンピングカーもエアコンがですね、こういった感じでビルトインされていて、この家具の中にあるんですけど、もうメンテするとき結構大変なんですよね。家具を全部外してで掃除する感じになります。もっと簡単に掃除できるようにメンテナンス性も高かったらいいかなと思いました。3つ目、車内で気になったデメリットなんですけど、この冷蔵庫ちょっとちっちゃくないですかね。この冷蔵庫22リッターということなんですけど、今回自分いつもの車中旅のようになんかお惣菜買ったりとかなんかパックのものとか買ったんですけど、もう入らなかったんで、お水とか常温でいけるものはもう外に出しました。特にお酒とか好きな方、ビールとか好きな方はもうすぐいっぱいになると思います。次のデメリットはこの玄関です。このね、玄関スペースが靴横にしたら置ける感じなんで結構狭いんです。なんでこんな感じで登ってきて、ね、靴を横にして置くって感じですね。これが結構脱ぎにくかったです。で、標準でこのステップつきますんで、それがあるとまた変わってくるかもしれませんが、ちょっとこのスペースでは靴脱いだり履いたりはしんどかったです。自分だったらもうここに一つなんか汚れてもいい板か何か囲いを置いて玄関拡張すると思います。次最後のデメリットなんですけど、この鍵気になりました。かなり便利なんですけど、こんな感じで押すと長押しロックします。なんかめちゃくちゃ音大きいんですよね。でこれ、数字自分で決めて解除します。これも長押しです。実際動画上ではどうなってるかわかんないんですけど、実際は大きいです。静かな道の駅、夜とかだったらもう全体に響くと思います。リモコンでも開け閉めできたりとかなり便利なだけにちょっと気になりました。以上はデメリットになります。でデメリットまでいかないんですけど、気になることあったんで番外編として軽くお伝えしておきます。ここのタンクなんですけど25リッターぐらい入りますが、排水タンクは15リッターです。なので10リッター分排水できないことになります。15リッターの排水あれば歯磨きや手洗いなどかなり長期間使えると思いますが、清水タンクが25リッターありますんで少し気になりました。次、車中飯の匂いですね。これもう車内で料理しない方は関係ないことなんですが、料理する方は少し気になるかなと思ってお伝えしておきます。換気するときこのマックスファン回すんですけど、これを吸気にしてでここから出すとかですね、もしくはこっち吸気にしてここから吸ってこう出すかなんですけど、結構この部屋全体の空気が入れ替わります。せっかく冷やした冷気も入れ替わっちゃいます。このマックスファンは気温のいい季節ですね。秋とか春とかはすごいいいんですけど、もうめっちゃ暑い日、めっちゃ寒い日っていうのは部屋全体の空気変わっちゃうんで使いにくいんですよね。なのでここにフードレンジつけるか、もしくは自作で換気扇つけて、でここから吸ってでこっちから外気を取り込む、そんな感じがいいかもしれません。もしくはもう同じこの窓の中で関係するかですね、ここから外気取り込んでここから出すみたいな、そうするとこの空気の流れだけで済むんで室内の温度は変化しにくいと思います。次はメリットです。1個目はここのウォークスルーがもうめちゃくちゃやりやすいです。ここの上がないんで簡単にできました。で今回雨多かったんですごい本当に助かりました。もう全然かがまずに普通に中腰ぐらいで移動できました。本来だったらもうかなりかがまないといけないと思います。メリット2つ目はこの床下収納がすごい使いやすくてアクセスも良かったんで今回よく使用しました。これ前回紹介した内外装編より少し変わっています。ここにねダンパーついたんで、こう適当にバーンってやってもこんな感じゆっくり閉まります。前はバーンっていう感じで閉まっていたんですけど、これでゆっくり開くんでこうもう離してもいけます。でこう押してこう離してもゆっくり衝撃も少なく閉まってくれます。次のメリットはこのバンクベッドなんですけど、ちょっと癖あったんですけどやっぱりね大人が眠れるっていうのはすごいと思います。この軽自動車ベースではここのソファーベッドですね、これ展開しなくてもう例えば食べ物とか飲んだものとかそのまましといて、で上でそのまま眠れるっていうのはもっと大きいキャンピングカーキャブコンのような使い方ができます。前のハッピーワンは長さがちょっと足りなかったんですが、今回170センチの自分でも十分に眠れたんでちょっと癖ありますがかなり画期的なバンクベッドだと思います。ただ自分個人としてはやっぱりこのソファーベッドで寝るのが結構好きなんで、こっちの展開が楽になってくれると嬉しいかなと思います。今日はこっちのソファーベッドで寝てみます。次のメリットはこの内装の雰囲気、そして照明ですよね。これがかなりいい雰囲気になりました。特にこういった間接照明ですね、 LED バーライト、天井もあります。でこれすごいのがですね、こっち側の上の方はだいたい温度色が3500ケルビンぐらいです。でこっち側がちょっと白っぽいんですけど、これはもう4500とか5000ケルビンぐらいの色温度です。でまたスポットライトは
3500ケルビンぐらいでちょっとあったかいんですよね。この2つの種類の照明の温度色を使うことによって車内が落ち着いた色でありながら明るく作業もしやすかったです。結構このあったかい色自分も好きなんですけど、これ一色だったら眠たくなる感じになります。なのでこの白っぽい照明もちゃんとあるのはすごいいいなと思いました。で最後のメリットはですね、このソファーなんですけどかなり座り心地いいです。まずこのレザー調のシートなんですけど防水効果もあるんで汚れもさっと拭けます。で結構分厚いんですよね。でまたこの背もたれがですねすごいいいです。こうやって座っているともう本当にちょっとおしゃれでいいカフェのソファー席といった感じです。以上が今回の実際に使ってみて感じたメリットデメリットなんですけど、あと全体的にですね欲しいと思った方へ注意点があります。まず1つ目なんですけど、壊れたら販売店まで持っていかないといけません。キャンピングカーは結構頻繁に壊れます。というのもやっぱり装備が多いんですよね。電装関係もそうですし、こういった家電のクーラーや冷蔵庫、マックスファン、エアヒーターとか水道ポンプとかいつかは壊れます。あと JP スターさんはちょっと家具の立て付けなんですけど、ちょっと弱いところもたまにあります。前回の内外装編で立て付けのクオリティ上がったってちょっと説明させてもらったんですけど、実際に1泊2日で泊まっていると気になる箇所も出てきました。例えばなんですけど、こういった配線とかもこういったモールでもむき出しになっていたり、こういった窓ですねちょっとグラグラしていたりとかで、この化粧板のこんな感じでちょっと浮いたりとかしてますよね。クオリティは年々上がってきてはいてるんですが、やっぱり他の大手ビルダーさんに比べるとちょっと家具の立て付けが甘い箇所はあります。こんな感じですね。こういうこととかですね、言ったら直してくれます。そして3年以内はもう完全に無償で直すということなんで、そこは結構いいなと思います。なので家具や何か装備など壊れた時に持っていくのが苦じゃない方は購入しても問題ないかなと思います。で2つ目、最後にお伝えしたい注意点なんですけど、このアトレベースだとやっぱり価格がどんどん上がってきて、なんやかんやでやっぱり600万ぐらいします。JP スターさんは安く商品を開発して他のビルダーさんに比べるとだいぶと安いんですが、それでもやっぱりタウンエースベースと比べると価格が同じぐらいになってきます。でタウンエースのですね、車自体の最大馬力が97馬力で、このアトレが64馬力です。でトルクに関してはタウンエースは134ニュートンで、アトレは91ニュートン。もう数値ではアトレかなり劣っています。ただアトレベースのキャンピングカーの方が軽量になるので、走りはタウンエースベースと変わらず走ってくれるんですが、タウンエースベースの車内はかなり広くなります。マルチルームとかも作ることもできますんで、キャンピングカーの大きさが許す方はタウンエースベースの方が良い場合もあります。車体がコンパクトでキビキビ走る方がいい方はこのハッピーワンターボかなり合うと思います。と実際に車中泊するといろんなものが見えてきました。でもこの車の可能性はかなり高く、ポテンシャルも高いなと思います。また今日明日と暑くなっていきますんで、どこまでオフグリッド、外部電源に頼らなくクーラー使えるか家電使えるか試していきたいです。電気がなくなったら外部電源使える RV パークや車着スポットへ向かいます。そして高速道路の走りも気になります。今回長距離旅なんで高速道路も長い距離走ります。高速道路の燃費、そして風の煽りで揺れるのか、途半車線のようなきつい上りで登ってくれるのか、この辺も徹底検証していきます。はい、じゃあ IH フライパンなど片付けて移動できるようにします。今キャンピングカーのサブバッテリー電気残量があまりありません。オフグリッドで外部電源に頼らず何日いけるか試したかったんですけど、今日不安なんで一旦電気使えるところでサブバッテリー満タンに充電します。富山県に温泉付き RV パークありますんで、今日は温泉入ってクーラーが効いた車内で宴して楽しみます。このパターン一番好きなんですよね。自分の中で至高の車中泊です。想像しただけで心が躍ります。ハッピーワンターボは外部電源の入力が装備されているんですけど、何ワットで充電できるんでしょうか。後で試してみます。そして気になるクーラー使いながら充電できるんでしょうか。夏の旅ではそれができるかどうかでかなり変わってきます。そちらも検証します。後で高速道路を走るんですけど、高速道路の長期旅になれば走行充電でかなり電気は回復してくれると思います。一旦ガソリン満タンにしてまた今日の燃費も計測します。ではレギュラーですね。このアトレーベースなんで給油庫の位置がすごい楽なんですよね。せっかく富山市内まで来てますんで、結構お魚のお家ローカルスーパーが多いんですよね。
黒崎屋というところが新鮮なお刺身など売ってるそうなんで、そちらで夜の食材購入します。そのローカルスーパーの駐車場、Google マップで先に見たんですけど、結構狭そうなんですよね。駐車場の線が2本ではなくて1本の線で、台数もそんなに止められないような駐車場でした。でもこのハッピーワンターボならそういった場所でも気兼ねなく行けると思います。はい、結構細い道入ってきました。なんか本当に住宅街の裏道といった感じです。はい、かなり駐車場が狭くてもうギリギリでした。でもハッピーワンターボなら問題なく止められました。結構ね、車混んでるんで、こんな感じでも隣り合った同士の駐車になりました。こっち側の車はもう線いっぱいまで来ています。で、ハッピーワンターボこっち側は結構空いています。で、反対側もこんなに空いてますんで、ちょっと駐車まだ慣れてないんで緊張しましたが問題なかったです。こんな感じで頭も他の車に比べてもう全然出てないですよね。こういうローカル系のお魚の美味しいスーパーとかって結構来にくいんですけど、こういったハッピーワンターボのようなちっちゃいキャンピングカーなら問題なく気兼ねなく来れるのは車中旅にとって楽しみが増えます。それでは買ってきます。ちなみに奥の方にも広めの駐車場あるようです。今日の朝、富山県の港で採れた新鮮なお魚ゲットしました。もう早く温泉入って宴したいです。ここの入り口の冷蔵庫の位置、本当使いやすいです。かなりパンパンです。ギリギリ入りました。もう本当に地元のしか通らないような場所でも、もう全然問題なく気兼ねなく通ることができます。自分はカムロードのキャブコン乗ってるんですけど、そちらの横幅は2メーター6センチ、そして長さは5メーター16センチです。そのキャンピングカーだと今日みたいなスーパーは行こうと思わないんですけど、このハッピーワンターボなら全然躊躇することなく行くことができます。なんか2日間ハッピーワンターボと一緒に旅をしていて、キャブコンのような快適さと軽バンで行く車中泊のような機動性、そちらのいいとこ取りな気がします。なんかしっかり旅を計画せずにフラッと適当に地元の名店など立ち寄ることができますんで、すごい旅してて楽しいですね。ここが富山県内で唯一の RV パークです。お店の前に第一駐車場があります。で、奥の方に第二駐車場があります。そちらが RV パークです。先に受付してきます。すごいですね。消雪パイプ、融雪装置が夏は打ち水として利用されています。雪国ならではの使い方ですね。はい、受付してきました。で、場所代が2200円で、今回電源とゴミ両方利用します。電源が700円、ゴミが500円です。合計3400円でした。で、お風呂はまた別でかかります。会員価格少し安くなって980円です。RV パークの方に駐車完了しました。ここは RV パーク専用なんでかなり広い駐車場です。駐車場のすぐ後ろですね、電源があります。早速つないでいきます。コンセントはこういった感じで普通の AC コンセントが刺さります。ドアの入り口側、こちらに収納ボックスがあって、ここに電源コード入っていました。長さ足りるかな。ハッピーワンターボの外部電源の入力はこの後ろにあります。閉めれるんで抜けなくなります。で、防水処理もされてるんで雨も入らないと思います。大丈夫ですね。届きます。これで今電気が入力されました。だいたい 535W で入力されています。現在サブバッテリーの残量は 52% です。で、この状態で1回クーラーつけてみます。今クーラーのコンプレッサーが回りました。すると充電されていたのが消費に変わって、今消費で 150W ぐらい消費されています。一旦車内が冷えて設定温度になると電力かなり下がると思いますので、そこからはプラスになるかもしれません。しばらく様子を見てみます。
はい、今エコモードにしました。するとまた充電に変わって現在 300W ぐらい充電されています。一旦この状態でお風呂行ってきます。車中泊のセッティングしておきます。いや、夕方なんですけどまだまだ暑いですね。明日のチェックアウトは11時ですね。 RV パークのすぐ横にこちらの施設があります。この前にゴミステーションがあります。有料で500円で今回支払いましたんで、ここで最後ゴミ捨てます。 RV パーク専用の鍵があります。でこちらを挿して開けます。そうするとお水が使えるのと綺麗なトイレがあります。ここはもう RV パーク専用のトイレなんで利用する人はかなり少ないです。なのでかなり綺麗です。そして目の前には立山連峰が見えます。まだ山頂の方は雪残ってるんですよね。この立山連峰を眺めながら朝のコーヒー飲んだら絶対美味しいですよね。いや、さっぱりしました。内湯と大きい露天風呂ありましたんで、ゆっくり堪能できました。夕日を見ながら癒されました。そしてちょうど熱波のロウリュサービスありましたんで、滝のような汗かいてきました。早くハッピーワンターボでキンキンに冷やしたドリンク飲みたいです。あれ、 RV パークかなり増えています。この隣のキャブコンは元から止まっていたんですけど、軽キャンピングカーとハイエースのキャンピングカーが増えています。この軽キャンピングカーはインディ108ですね。今クーラーつけて外にいてるんですけど、室外機の音聞こえています。こんな感じで今エコモードなんですけど、やっぱり音聞こえます。真横だったら聞こえる感じですね。1個開ければいけるかなと思います。それでは車内でくつろぎます。雨降ってきましたね。いやー、しかしこの夜の空間すごい落ち着きます。12ボルトクーラーよく冷えています。現在外気温が 33.4 度で、車内ソファーの上に置いている温度計が 24.7 度です。もう日は落ちたんですけど、外はまだまだ暑いです。お風呂入ってる間、エアコンは一番強いモードではなくてエコモードでつけっぱなしにしていました。このモードは電力が抑えめなんですけど、しっかり冷えてくれてたんで安心しました。サブバッテリー現在も 400W 近く入力されていて、もう 74% までサブバッテリーの残量が回復してきました。これなら明日 100% 満タンの状態で再出発できます。よかったです。やっぱりこの DC12V クーラーは名前に DC12V って書いてるくらいなんで、 AC100V の外部電源はそのまま使えません。サブバッテリーへ充電された電力を使うことになります。直接使えないのがちょっと残念ですね。それではお腹空きましたんで、楽しみにしていたお魚いただきます。今日のスーパーすごい面白かったです。これ全部今日の朝取れたお魚です。こちらはキジエビの刺身です。そしてタチウオの刺身、これめちゃくちゃ美味しそうですね。こちらは岩牡蠣です。めちゃくちゃ大きいですね。これ2つで480円でした。こんな大きい牡蠣見たのは初めてです。岩牡蠣の方はフライパンで蒸し焼きにします。
かなり豪華になりました。それでは醤油でいただきます。ごちそうさまでした。いや、今日はかなり豪華でした。タチウオはプリプリで、エビはすごい甘かったです。で、岩牡蠣なんですけど、もう口の中に入れた瞬間、海でした。冬の牡蠣と全然違いますね。両方とも好きな感じです。この夏の岩牡蠣の方がミルクのような感じがしました。車内で食べるレベルの料理じゃないですね。今日行ったスーパー、ほんとおすすめです。それでは片付けます。フライパンなんですけど、このアルミホイル少し破れてたみたいで汁が出てしまいました。かなりこびりついてます。そしてまな板も直接お魚置いたんで、もう今回は洗います。それではピューラックスで排水タンク除菌しておきます。今回長期間車内で過ごしますんで、このタンクも初日からどんどん日が経ってくると匂いがしてくると思います。なのでピューラックスで除菌しておきました。これで 1,2 週間は匂いしないと思います。はい、洗い物終わりました。で、今回初めてこの車で洗い物してみて思ったんですけど、このテーブルがあったらちょっと洗いにくいというか中腰になりますね。長時間はしんどいかなと思いました。このテーブルなかったらすごい洗いやすいかなと思います。このテーブルがもっと簡単に外せて収納できればかなり使い勝手いいかなと思いました。このソファー長くてかなりクッションが分厚いんで座り心地最高です。なんかゆっくり過ごせます。で、今日は時間ありますんでテレビ見ながら寝転びながら過ごします。なんかリモコンがいっぱいあるんですけど、これはもうこのキャンピングカーのサイドオーニングです。で、これがエアコンのリモコンです。で、これテレビなんですけど、こっち側がテレビチューナーですかね。ちょっと一回いろいろ触ってみます。まず電源つけます。この液晶パネルにテレビありますね。テレビチューナーなんですけど映りません。ちょっとしばらくテレビチューナーやってみたんですけど映らないんで、ナビの方のフルセグですかね、そちら試します。ナビ起動してナビのテレビがそのままこちらに移ります。で、ナビの方はですね、ここリアにスピーカー2つあるんですけど、ここ流れます。ナビを起動する専用のスイッチが運転席にあります。この運転席横、ここですね、このスイッチです。はい、起動しました。で、これをテレビにします。そしてこの入力を今テレビになってます。で、これが今チューナーですね。で、これをこの入力3に切り替えます。そうするとナビのテレビが映ります。ボリュームはこっち側のナビの方を直接操作するようです。ああ、いいですね。なんかホームシアターのようです。それではゆっくり過ごします。いや、この空間時間が溶けていきます。先にベッド転換しといて、で、歯磨きも済ませておきます。で、その状態でもうちょっとゆっくりしながら過ごします。なんかそうしないと寝てしまいそうな予感がしました。で、今日はこちらソファーベッドで寝ます。ここのソファーベッド展開なんですけど2回目になります。前やった時はちょっと手こずってやりにくいなと思ったんですけど、今日どうでしょうか。2回目なんでスムーズにできるかもしれません。試してみます。
2回目の今回はなんかすんなりできました。前結構手こずったんですけどね、こっち側がちょっと硬くて、でこっち側がすごい軽かったです。この辺は個体差があるかもしれません。これで横幅が約 1200mm で長さがなんと 2200mm もあります。かなり広いですね。あと下に布団引くんですけど、こちらのバンクベッドに収納していました。なんで一度バンクベッド展開しないといけません。テレビこれもいけますかね。ちょっとやってみます。こっちの金具ロック外します。はい、で反対側も外します。でこれでテレビが倒れてバンクが見えます。でこの奥にちょっと手届かないですね。あ、いけそうです。見えないんですけど、もう手探りで出せます。上のバンクベッドもベッドとして使わないんであれば収納としても使っても良さそうですね。このソファーがですね、手前あると取りにくいんで、もう奥の方にやってしまえばここにスペースが生まれます。そしてこのまままた上げてみます。あ、大丈夫ですね。またテレビ見れます。これでもいつでも眠れます。では歯磨き済ませておきます。ここテーブルなくなるとすごい使いやすいですね。でこんなところにもコンセントありました。ただ気をつけないといけないのが、この蛇口をこう上に向けたまま水を出してしまうと、ここシンクから飛び出しますんで、もうこの辺布団とかびっちゃびちゃになります。この位置もいいですよね。こっちがソファーにして座ります。でテーブルここにあっても面白いですね。もしくは普通のキャンピングカー、キャブコンタイプみたいな感じで、この窓のところにこうテーブルがあったら、こう対面でテーブルを囲めます。こういったレイアウトもあってもいいですよね。それだったらこのシンクはいつも使いやすい状態になります。やっちゃいました。コップなんですけど床下収納です。もうベッド展開しちゃいました。一回戻さないとダメですね。歯磨きセットとコップはここの収納じゃないとダメですね。やってしまいました。もう上置いておきます。なんかこのテレビの位置なんですけど、最初ちょっと高いかなと思ったんですけど、これ寝ていたらもうちょうどいいです。もう寝る時用のテレビと言っても過言ではないぐらいちょうどいいです。エアコンも今エコモードで風量も一番弱くしてちょっと温度上げたんでかなり静かです。車内はちょっと寒いぐらいなんですけど、このタオルケットかぶっていたらちょうどいいかもしれません。今日はもう一晩中つけておきます。で今現在もバッテリーは 100% になっています。こっち側座ってみて確信しました。この向きですね、めちゃくちゃいいです。ここにテーブルがあって、でこの対面で座るモードですね。こういったレイアウト、このハッピーワンのサイズだったらめちゃくちゃ合うと思います。ここはもう通路になります。なのでシンクとかこの辺キッチンがすごい使いやすくなると思います。なおかつ対面で結構大きめのテーブルを置けますんで、かなりゆったり座れると思います。もうワンサイズ小さい本当の軽規格の軽キャンピングカーじゃそのレイアウトは狭すぎてダメなんですけど、ここハッピーワン横幅ある程度ありますんで、この対面のレイアウトがすごい合うと思います。しかもこっち側の2列目シートですね、これを対面型こっち側向いたり向こう側向けたら走行中もチャイルドシートをつけられますんで、夫婦2人旅の車中ユーザー以外に家族で使う方も購入層に入ってきそうです。そうなるともうこの辺とかですね、もう全部電子レンジとか収納とかオーブントースターで、なんかこの辺とかも全部全面に収納や家電埋めれますんで、かなり使い勝手良くなると思います。ここもなんかいろいろできそうですね。収納になりそうです。でセカンドシートこっち向きに座るときにもう電動リクライニングみたいな感じでフラットになってくれたらめっちゃいいですよね。フラットで足もこう浮き上がってきてフラットになるみたいな、飛行機のファーストクラスの2
ったりソファーバージョン、そんな感じのセカンドシートだったら最高ですよね。といろんな妄想してますが、そろそろ眠りたいと思います。この寝て見上げると完成照明が結構綺麗に見えます。ここからの景色もいいですね。そして最初気づかなかったんですけど、ここなんですけど 12V クーラーの吸気口がありました。なのでここにフィルターとか貼っとけば汚れ付着して掃除も簡単そうです。これは気づきませんでした。今日で2日目の夜になります。なんかまた初日とは変わった印象になってきました。このソファーベッドも展開の数を重ねると早くなってきて、最初思っていたよりも面倒ではない気もします。ただ展開後の荷物が取りにくいので上に置く工夫がいります。明日もまた新たな発見がありそうです。もうテレビ消しときます。このハッピーワンターボの内外装動画出してすぐに70台売れたようです。今撮影しているこのレビュー車中泊動画出す前でもかなり売れているので、この動画出る頃にはさらに売れそうですね。それだけハッピーワンのターボを皆さんが待ち望んでいたということになりますね。実はハッピーワンターボという名前、その内外装紹介撮ってる時に自分が提案させてもらいました。最初 RS1 だったんですけど、せっかくハッピーワンが浸透しているのにもったいないと伝えたら、もうその場でハッピーワンターボに名前が変更して決まりました。動画を見ていただいた方はわかると思いますが、最初は RS1 で紹介していますが、最後ハッピーワンターボになっていると思います。ベタだけどこっちの方がわかりやすいですよね。そんなハッピーワンターボですが、明日は高速道路で新潟県、長野県の山へ行きます。かなりきつい登りのある道路です。自分の所有しているカムロードでも失速しそうになるぐらいきつい坂なので、このハッピーワンターボの高速道路の実力を試すのにちょうどいいコースです。失速せずに走行できるでしょうか。最終試験的な感じですね。ワクワクします。おはようございます。外すごい静かでぐっすり眠れました。予想通りこのソファーの生地分厚いんで寝心地も良かったです。この薄いの1枚だけだったんですけど、下に敷いてんのもう全然背中も痛くならずに快適に眠れました。一人で使うとこの横幅がもうめっちゃ広いんで寝返り打ち放題です。なので睡眠の質も上がっています。これ昨日 Apple Watch で寝るときにつけていた睡眠の質のステージがわかるアプリなんですけど、もうこの覚醒ですね。これ朝方2度寝した時に覚醒がありました。でその他はもう深い眠りずっと続いてます。この下の方が深い眠りになります。エアコンもこの位置だったら直で当たりますんでかなり涼しいです。なのでもう寒かったんで切ったりしていました。でまた暑くなったらつけたりしてました。自分に合う設定温度を見つければかなり涼しく眠れると思います。それでは朝の準備、着替えや髭剃りなどしたいんですけど、このソファーモードではちょっとやりにくくて荷物とかもこの下入ってますんで、もう一旦通常のソファーモードに片付けてから朝の支度していきます。ソファーベッドの撤収も慣れてきました。なんか慣れたら早いですね。でその代わり2人だったら結構大変かなと思います。ここのスペースに立って収納しますんで、もう一人はこっちのソファー展開してるときはこっち側に来てもらって、でこっちが展開するときはこっち側に行ってもらう、もしくはもう出てもらうかですね。ただこの広さは魅力的ですね。そしてクーラーのことでちょっと気になることが昨日ありました。夜寝てる時なんですけど、その最初の眠りにつく時ですね、このクーラーの室内の音が聞こえなかったんですけど、室外機の音が床下の外側にありますんで、結構低めの音ですね。ブーンっていう音が聞こえました。多分この辺の下に室外機がありますんで、ちょうど頭をこっち側にした時ですね、ちょうど真下になります。で音が聞こえましたんで、
自分はもうそのまま大丈夫だったんですけど、これ気になる人は気になるかなと思いました。で今回この車中泊スポットがこっち側がちょっと上でこっちが下だったんで、頭をこっち側にして寝ました。なんで平行にすれば別にこっちが頭でも大丈夫なんで、その場合は問題ないかなと思います。自分は今までですね、経験上なんですけど、車中泊スポットに着いてから寝る位置を決めてます。車体をカースロープなので水平にすれば寝る方向決められるんですけど、意外と平行かなと思って座ってみたら傾いてるってよくあるんで、もうカースロープで平行にせずに寝る方向で対応したりしています。それが一番早くて楽なんですよね。なので寝る時に小さい音でも気になる方は室外機の音もチェックしてください。試乗した後に中でエアコンつけてこっちが頭にして寝るとか試してみてください。それではもう朝のカフェオレですね、飲みながら朝食もいただきます。フライパンでパパッとワンパントースト作ります。いただきます。ごちそうさまでした。もう車内で朝食パパッといただくことができるので、旅中は時間が有効的に活用できます。もうこのまま次の目的地に行けるのはありがたいですね。それでは片付けて RV パークにゴミ捨ててきます。ゴミはこの後ろに溜めていました。これ鍵も何もいらずにこうやってこれで押すだけで閉まるんで、かなり使い勝手いいです。いや気持ちいいですね。今日は立山連峰、雲が結構かかっていてあまり見えません。この朝起きてすぐに立山連峰を拝めるのがこの富山県の素晴らしさですね。はい、こちらに捨てます。で最後ここにRVパークのナンバーと鍵を入れます。はい、これで完了です。はい、ありがとうございました。電源抜いて出発の準備します。やっぱりこの電源はですね、クーラーずっと使えるっていうのもあるんですけど、次の日サブバッテリーが 100% の状態で出かけられるっていうのはかなり大きいですね。なんか RV パークの場所によっては電源からキャンピングカーが離れてるところあります。でその場合こういったケーブルでは届かない時がありますんで、予備でまたケーブルを用意しないといけません。もしくは借りるかですね。でもここはかなり近いんで使い勝手良かったです。車の方の準備も一瞬で終わりました。それでは再出発します。夢心地さん、ありがとうございました。一晩経って、なんか久々にこのハッピーワンターボ運転すると、やっぱ軽って感じますね。出だしがスーッと見た目とは裏腹にスイスイ進んでくれます。高速道路を入るともう観光があまりできないので、ちょっと今から買い物とか観光軽くします。ですぐ横に超巨大なモンベルがありますんで、そちら一旦寄ります。かなり大きいモンベルです。奥もありますね。それでは見てきます。はい、いろいろ買ってきました。アウトドアグッズや中に大きいレストランもあったりと、かなり店内が広いモンベルでした。何を買ったかと言いますと、これなんかすごい良さそうでした。スタッキングプレート、このお皿なんですけど、なんか車中泊で使うのちょうどいいですよね。
パスタも入るし、なんかご飯系も入るし、刺身とかですね、惣菜も並べるのもいいし、でなおかつですね、これスタッキングできますんで、もう全然場所取りません。なんで小スペース、軽キャンピングカーとかちょうどいいですね。買ってきました。1個660円でした。でもう一つはこれまな板です。またまな板買っちゃいました。前回ね木だったんですけど、今回は木じゃないプラスチックのまな板です。こんな感じでちょっと色がねアウトドアっぽい色で、これなんと2つに折りたためます。でこんな感じで収納できますんで、このまま使用もできます。で大きいもん切るときはこんな感じで広げれます。なんでこれも軽キャンピングカーにちょうどいいですね。でこっちのスタッキングプレートなんですけど、これも耐熱温度が結構高くて100度なんで電池レンジ使用可能です。これもちょっと惹かれました。一回この旅中でまた使っていってみます。このまな板は確か1000円ぐらいでした。では一旦ここの収納に入れておきます。もうこんな感じで全然かさばらないんで、こういうところもいけます。なんかスタッキングできないもんだと収納がかさばるんですよね。このフライパン、すごいフライパンジャストです。20センチなんで、これはいい買い物しましたね。でこのかさばるゴミはまた後ろの収納入れておきます。晴れてきましたね。すごい気持ちいいです。今日も暑くなりそうですね。次のスポットへ向かいます。今から富山県の北の方っていうんですかね、新潟の方に向かって宇奈月温泉入りに行きます。でその後また地元のスーパーなどで食材買います。でここから宇奈月まで近いようで遠いので、もう高速道路使います。ですぐここからですね、立山インターチェンジあります。2、30分の短い時間なんですが、高速道路楽しみです。はい、高速道路入ってだいたい15分から20分ぐらい運転しました。で感想なんですけど、結構ね安定してますね。今風もちょっとだけ吹いていて車体に当たってる感じはします。そして速度はメーター読みで80キロなので実速75ぐらいでしょうか。それでずっと走っています。時折風が当たった時なんですけど、ちょっと押される感じはあるんですけど、本当に小さい揺れっていう感じですね。足回りをいじっていないハッピーワンも乗ったことあるんですけど、もうそれと比べると雲泥の差です。やっぱりノーマルのハッピーワンのベース車、ハイゼットトラックよりこのハッピーワンターボのベース車アトレの方がトレッド幅、前輪と後輪のタイヤの幅が広いので直進の安定が増しているような気がします。そして自分の乗っているカムロードと比べてなんですけど、自分の乗っているカムロードはもう足回り、強化ショックアブソーバー、スタビライザー変えています。そのカムロードと比べるとやっぱり若干安定性は負けているかなという気もします。ただまだ乗ったばっかしで横風もそんなに吹いていない状態なんで、15分乗った感じではハッピーワン以上カムロード未満、そういった印象が受けました。この辺は長距離ですね、乗ってみてまた変わってくると思います。特に上りや伊勢湾岸道のような強い横風のところ走行して体感してまたお伝えします。はい、一旦高速道路降ります。また今日の夜ですね、高速道路旅に戻ります。そこからはもう愛知県までかなり長距離になりますので、いろんな道体感します。はい、宇奈月温泉街に到着しました。この辺ですね、結構狭いんですよね。で温泉の駐車場を見ても結構狭そうでした。ちょっと心配ですね。駐車場は一本線で狭い場所だったんですけど、もう全然問題なく駐車できました。ハッピーワンターボは山道もスイスイで狭い場所も止められますんで、秘境や温泉巡りにぴったりですね。高さのあるトンネルだけ気をつけないといけません。温泉まで少し距離ありますんで歩きます。うわー、いいですね。この山の中に囲まれていて風情のあるレトロな雰囲気、最高です。この街の中に無料の足湯もあります。めちゃくちゃ雰囲気のいい駅ですね。宇奈月ビールが売っていたり、釜飯の自動販売機などもあります。少し街観光してから温泉入ります。
ここが宇奈月温泉の日帰りが可能な宇奈月温泉総湯夢どころ宇奈月です。実はですね、もうちょっと先行ったら山の方にもっと秘境な温泉あるんですけど、結構クマが出ますんで、今回は安全な方にしておきます。そんなに広くないんですけど、内湯と外湯一つずつありました。中はすごい綺麗で格安の温泉なんですけど、今までで一番暑かったです。びっくりしました。なんと一番暑いところは43度から45度、一番低いところも41度から42度とかなり暑かったんで、もう本当に体の芯から温まってたくさん汗かいたんで、今はめっちゃ涼しいです。美味しそうな自販機の釜飯ありましたんで、車内でパパッといただきます。34.3 度、中 38.1 度で全開でつけます。でも早速釜飯いただきます。なんかこんなアルミホイルに入っています。これこのままなんか温めても良さそうですね。で自分はもう冷やご飯も全然食べれますんで、このままいただきます。豚の角煮に山菜、椎茸、いろんなものが入っていて、でご飯がですね、すごい醤油とだしの味が染みていてめちゃくちゃ美味しいです。ごちそうさまでした。一瞬で食べちゃいました。自分炊き込みご飯とかのご飯系めちゃくちゃ好きなんですよね。美味しかったです。クーラーは一番強い設定なんでかなり涼しいです。まだ10分経ってないぐらいなんですけど、もう寒くなってきました。ソファー上の温度計は車内 28.9 度なんですけど、もう体感25度ぐらいの寒さです。やっぱり直でここ当たりますんでかなり涼しいです。ただ消費電力はすごい高くて、現在 910W ぐらい消費しています。でこのままエコモードにしてみます。コンプレッサー回ってるんですけど、音もかなり静かになります。でエコモードで現在 370W 消費しています。なので最初一番強いモードでもう車内の温度を下げて、で下がったらエコモードで使用するのが一番いいかなと思います。では切っておきます。それでは次のスポットへ向かいます。もう次は山を降りてそのまま高速道路入ります。で今からですね、もうずっと高速道路になりますんで、かなり長期の移動になります。いや、いい場所でした。で先ほどですね、その温泉のなんかスタッフの人に聞いたら、この山奥の方の温泉ですね、そちらの方クマもう出ないよと言ってました。信じていいんでしょうか。次はチャレンジしてみたいと思います。結構雨が降ってきました。で今から高速入るんですけど、高速入ったらもう食料の買い出し行きにくくなりますんで、途中のスーパー寄ってしばらく過ごせる食材購入しておきます。さっきまで雨降ってたんですけど、もう止みました。やっぱり北陸の天気はすぐ変わりますね。大阪屋ショップ宇奈月店に来ました。結構店の前混んでるんですけど、本当にハッピーワンターボならこういったところも気兼ねなく止められます。街乗り最強キャンピングカーですね。ちょっと言いにくいですね。街乗り最強キャンピングカーです。いろいろ買いたいんですけど、ハッピーワンターボの冷蔵庫が結構小さくて入らないんですよね。なんでよく考えます。なんとか入りました。これで高速道路2日間は生活できます。高速道路入る前にガソリン満タンにしておきます。今回の燃費は1リッターあたり9キロです。これで高速道路の燃費も計測します。なんかやっぱりガソリンタンクはそんなに大きくなくて、燃費も一般道だとそこまで伸びないんで、給油回数が今回多かった気がします。コンビニなどで休憩していたら遅くなっちゃいました。もう日が暮れそうです。でこの後なんですけど、
自分パソコンで編集や他の作業とかもやらないといけないので、新潟県入ったらもう早速パーキングエリア入ります。今日はもうここのパーキングエリアで車中泊して、明日の朝から長距離高速道路移動します。車中泊のセッティングする前にですね、このハッピーワンターボで2泊目してみて、また新たに感じたメリットデメリットがありましたので、そちらお伝えします。昨日初めて車中泊してみて、メリットデメリットたくさんありました。で、動画内でお伝えしたんでもうないんかなと思ってたんですけど、2泊目の車中泊でまた新たに感じました。連泊すると分かることってあるんですね。暑いんでクーラーをつけました。メリットデメリットをお伝えする前に、まず検証データからお伝えします。外部電源なんですけど、昨日泊まった RV パークでは充電のワット数は 540W でした。そして約6時間で 50% 増えました。この 12V クーラーをつけながらだと外部電源の入力があっても 150W 消費していました。ただ一番強いモードではなくて、エコモードにすると 230W 充電されていました。そしてこういった AC 電源ですね、こちらは外部電源挿すともう直接外部電源から電源が使えました。外部電源の検証は以上で、次 12V クーラーの新たな検証なんですけど、昨日夕方 33.4 度で 24.7 度まで冷えていました。もうかなりキンキンに冷えていました。そして今日暑くてですね、途中休憩してる時につけていたんですけど、その時はもう外気温35度を超えていました。その中でも冷えていました。ただ35度を超えるとこのフロントシェードとかもう全てしないと冷えにくい感じはしました。こっち側のシェル側は断熱ボディなんで、もうシェードパッて開ければ結構すぐ冷えてくれましたが、この前はガラスなんでかなり熱がきます。これはカーテンしないと冷えにくい感じでした。で、今回の燃費なんですけど、一般道9割高速1割で約100キロぐらい走れました。1リッターあたり9キロとあまり飲みませんでした。結構信号のストップ&ゴーが多くて山も走りましたんで、あまり飲みなかった印象です。エアコンもずっとつけていました。それではこのハッピーワンターボ2日目車中泊してみて新たに感じたメリットデメリットをお伝えします。まずはデメリットから。この薄型の 12V クーラーなんですけど、結構ね、騒音が気になってきました。今はエコモードで使用しています。一番強いモードにすると結構室外機の音がうるさかったです。これ一番強いモードです。この車体下に室外機があります。これが結構音聞こえます。今はこんな感じでトラックの運転手さんが休憩されていてエンジン音をしますので、あまり聞こえません。この状態でも近づくと結構聞こえます。こんな感じなんで、エンジン音が全然ない静かな場所だったら少し気を使うかなという感じです。静かな場所でもし横に車中泊されている方がいれば音は聞こえると思います。なので1個開けて止まった方がいいかなと思いました。昨日は一番静かなエコモードでこっちが頭にして寝たんですけど、その時もこの室外機の音がブーンっていう低い音ですね、結構聞こえました。なので頭はできるだけこっちにした方がいいと思います。2つ目のデメリットなんですけど、このソファー下収納、かなり大きい収納があるんですけど、これがねかなり重くてちょっと出し入れしにくかったです。ここなんですけど、これを押して引きます。で、このテーブルがあるんで力が入りにくいんですよね。なおかつこれ荷物結構入ってますんで、今重たいんです。ちょっとこんな感じで今頑張ってるんですけど引けません。で、真ん中あたりから手入れて、で隙間空いたらこんな感じで引いたら開く感じです。ちょっとね筋トレ的な感じですね。このテーブルがなかったら取り出しやすいんですけど、少し荷物を出し入れするだけで、この開けたりとかするだけでこのテーブルをまた外したりつけたりするのも面倒なんですよね。こっち側は荷物何も入ってなくてバッテリーなんですよね。なんで収納としては使えなくて、ただベッドの台として使えます。で、これはもうめちゃくちゃ軽いです。このぐらいの軽さがあればいいんですけどね。これはもしかしたら個体差があるかもしれません。この車だけやたら重いとかかもしれません。でも荷物結構入れたんで、その重みかなと思います。寝るときはこのテーブルを一旦どけてますんで開けやすいんですけど、物出し入れするとき結構しんどかったです。なんかもうこの辺にボタンポチってあってウィーンって開く感じだったらもう最高なんですけどね。ここの収納がかなり便利なだけに少し惜しいなと思いました。3つ目のデメリットなんですけど、このシンクある程度大きさもあって洗い物もしやすかったんですけど、今回ちょっと初めて長時間シンク使ってみて洗い物してみて遠いんですよね、このテーブルがあると。なんで中腰な感じになります。これが長時間だとちょっと辛いなと思いました。
テーブルをずらしてこんな感じで使うか、もしくはこのテーブルをもう撤去するか折りたたむか、何か DIY が必要だなと思いました。この辺自分で DIY とかできる方は問題ないと思うんですけど、できない方はこのテーブルちょっと使いにくいかもしれません。次はデメリットまでいかないんですけど、ちょっとお伝えしておきたい番外編があります。2つあるんですけど、まず1つ目がバッテリーシステムの反応と、気になる方は気になるかもしれません。こっち側のソファーの下にバッテリーシステムが入っています。でバッテリーシステム結構熱出ますんで、ファンで冷ますような感じになってますが、そのファンの音が結構します。で今ちょうど回り出したんで撮ってみます。こんな感じでちょっと高周波っぽい音なんで、気になる方は気になると思いましたんでお伝えさせてもらいました。で番外編2つ目なんですけど、この昨日から自分も絶賛しているターボエンジンなんですけど、出だしはノンターボのエンジンと変わらないぐらいかもしれません。時速でいうと10キロぐらい、20キロぐらいからもう普通にターボエンジンでスイスイ走るんですけど、0から10ぐらいがね、やっぱちょっと遅い感じがします。でこの辺はもうターボエンジンとノンターボのエンジン変わらない気がします。なのでそちらもお伝えしておきます。一方、新たに感じたメリットなんですけど、まず1つ目、この外部電源ですね。昨日使ってみてかなり実用的だなと思いました。 DC12V クーラーと AC コンセントから IH とか同時使用したんですけど、バッテリー充電していってくれました。でここの AC そのまま外部充電の電気使ってくれるのはかなり助かります。なのでどんなに電気使ってフル活用しても、この 12V クーラーエコモードだったらどんどんサブバッテリーに電気が溜まっていく状態です。なので次の日にはもう 100% になっています。これはかなりでかいです。せっかく RV パーク電源あるとこ溜まっても、この DC12V クーラーや他の家電を消費するだけで終わってしまうと、次の日バッテリー 100% から出発できません。これだったらもうずっと RV パークに泊まり続けないといけません。なのでこの外部充電は実用的で重宝する仕様です。で2つ目のメリットなんですけど、この AC コンセントがもうめちゃくちゃあります。これ仕様によって変わるかもしれないんですけど、今のところいろんなところにたくさんあってかなり便利です。まずはリアのここですね。ここに1、2、3口と、あとは USB 挿すところが2口あります。で今回発見したんですけど、ここにも AC コンセント2口と USB2 口あります。で運転席の後ろ側、ここにも AC コンセント2口と USB2 口で、こちらは DC のシガーソケットがあります。こんな狭い空間にこんなにも AC コンセントを挿すところあります。やっぱり延長ケーブルをいちいち常備しとかなくていいんで、どこでも家電使えるのは嬉しいですね。で3つ目、最後感じたことなんですけど、この昨日ですね、下のソファーベッドを展開して寝てみたんですけど、これかなり良かったです。最初は展開めんどくさいかなと思ったんですけど、何回かやってたら早くなってきて、そんなに苦じゃなくできました。このテーブルの撤収だけちょっと手間かかるなと思いました。今日もここで寝たいと思います。でこの下の収納ですね、先ほどのデメリットであったちょっと重たいっていうのですね、これもなんとか改善すればかなり使い勝手良くなると思います。もうなんかですね、ボタンポチって押したらウィーンって下の台が出てきて、そのままソファーパッてずらすだけでできるような、そんな仕掛けできないですかね。もうそうなればかなり楽ちんです。常設ベッドではないんですけど、常設ベッド並みの使い勝手になると思います。以上が車中泊2回目して感じたメリットデメリットでした。で明日からですね、高速道路を走ります。それで自分的にはすごい気になっているポイントが、まずはこのターボエンジンの燃費が気になります。下道は9キロ台とあんまり伸びなかったんですけど、高速道路は1リッターあたり何キロまで走行距離伸びるでしょうか。そしてきつい上り、このターボエンジンでどのぐらい登ってくれるでしょうか。明日ですね、走行するポイントが、自分の持ってるカムロード3リッターのディーゼルターボでは80キロまでしか出ないポイントがあります。そこ1回走ってみます。何キロで走行できるでしょうか。そして風の揺れですよね。風吹いた時の横揺れとかも気になります。そして軽キャンピングカーに初めて搭載された ACC アダプティブクルーズコントローラーです。これ半自動運転で前の車についていくんですけど、ちゃんと機能してくれるんでしょうか。長距離テストしてみますね。で車内ではこの騒音の中、どのぐらい快適に眠れるでしょうか。結構ね、遮音性はいい方だと思うんですけど、かなりもう周りトラックがディーゼルエンジンずっとつけっぱなしなんで響いてくると思います。寝るときどうなのか実際に寝てみて体感します。で今サブバッテリーが 89% で、今晩一晩 DC12V クーラーつけっぱなしになります。そうなると明日の朝はもうバッテリーがかなりなくなっていると思います。その状態で長時間走行してまた回復してくれるのか、オフグリッドで2泊目真夏でも車中泊できるのか、こちらも実際に試してみます。それでは車中泊の準備していきます。
今日の晩ご飯なんですけど、高速道路乗る前にコンビニなどで休憩して、もうおにぎりとか食べました。なので今日はもう寝る準備していきます。初日バンクベッドで寝て、2日目昨日はこちらのソファーベッドで寝ました。もうそれがすごい気持ちよかったんで、今日はもうこっちのソファーベッドで寝ます。やっぱり広いですね。それではもう歯磨きして明日の走行に備えて早く眠ります。それでは眠ります。クーラーは一番風量を弱くして、設定温度上げておきます。昨日結構ね寒くて途中起きたんで高めにしておきます。これベッド展開しても冷蔵庫開くのいいですね。寝る前のお水がいただけます。昨日は頭あっち側だったんで、エアコンの室外機の音ですね、軽くブーンと聞こえていましたが、こっちが頭にすると聞こえないですね。これはぐっすり眠れそうです。明日はここ新潟から長野県通って、そして岐阜県通って愛知県に行く予定です。約400キロ。そして車中泊して、あさって伊勢湾岸道、海風が強い高速道路なんですけど、そこを走行して JP スタへ戻ります。特に楽しみなのが、新潟県と長野県の県境に妙高山っていうのがあるんですけど、その辺の高速道路がかなり急な坂で長時間です。自分の所有しているキャブコンでも速度が出にくかったんで、このハッピーワンターボどのぐらい速度出るんでしょうか。もうそこ普通に走れればどこでも行けると思います。さすがのターボでもしんどいと思います。どうなるか楽しみです。昨日車中泊して新しい発見あったり、新しいデメリットも見つかりました。やっぱり車中泊してみないとわからないことがあります。そして面白いのが、1泊2日の車中泊と何泊か生活する車中生活ではまた違ったデメリットが出てくるんですよね。本当に奥が深いです。特に水回りや電気系などは1泊だと比較的問題は起きにくいんですが、何泊かすると問題起きやすくなります。明日もまた新たな発見やデメリット見つかりそうです。それはそれで楽しいしワクワクします。おはようございます。マックスファンから朝日が入っていて、すごい気持ちよく起きられました。バンクベッドで寝た時は結構眩しかったんですけど、こんだけ距離あると大丈夫ですね。朝日は斜めに入ってきますんで眩しくありませんでした。クーラーもしっかり朝まで作動してくれました。おかげで快適で眠れました。バッテリーは 39% に減っています。まだ結構残ってますね。このバンクベッドの上の方かなり熱くなっています。やっぱり日が昇ってきたんで熱が溜まってますね。今現在外気温が 36.4 度、そして中は 28.8 度、ちょっと暑くなってきました。エアコン強めます。
準備できました。で、今なんですけど、ちょっとね、車内が暑いです。35.9 度、これ外気温で、中が 29.3 度、テーブルの上です。で、温度計なんですけど、この助手席の窓から出して壁側につけています。で、今こっち側は影なんで、一応日陰の外気温になります。こんな感じで助手席側は影になっています。そして助手席から線を出して温度計、ここに影のところを設置しています。多分直射日光側だったら45度とかそんな気温になっていると思います。ここまで来るとこの 12V クーラー冷えにくくなってきました。現在エコモードで設定温度を一番低くして風量も一番強くしてます。なんで次ですね、エコモードではなくて一番効く最強モードっていうのがあるんですけど、そちらでやってみます。この状態で冷えるか検証している間に朝ごはんいただきます。冷蔵庫にこのレンジで簡単スパゲッティありますんで、これでナポリタンパスタ作ります。12V クーラー最強モードにすると少し冷えてきました。それではパパッと食べて出発します。いただきます。ごちそうさまでした。結構ボリュームがあってお腹いっぱいになりました。このスパゲッティなんですけど、なんか給食の味がしました。小学校中学校の時に食べた給食のソフト麺の味です。あの時の同級生は今何しているんでしょうか。はい、今ですね、このテーブルの上に置いている温度計の温度が 25.5 度、外気温が 36.6 度です。なんかキンキンで寒すぎるというところはないんですけど、もう全然中で過ごせるぐらい冷えています。やっぱりこっちから熱が来ている感じです。でもすごいですよね。直射日光が当たっていて、外気温がもう37度ぐらいでも冷えるっていうのは、その代わりクーラーの冷房モードは一番強くて、もう風も一番強い状態です。なんで結構音はします。なおかつ消費電力はもう 900W ぐらいなんで、あまり長時間は使えないと思います。今ですね、周りにおじいちゃんが何人か来てずっと喋っています。多分珍しくて面白いんでしょうね。ではゴミ防臭袋にまとめて後ろの収納ボックスに入れます。うわ、めちゃくちゃ暑いです。では今から出発しますんで、走行充電のテストをしておきます。電気切った状態で現在消費しているのが 28%、 約 30W ですね。で残量は 24% です。これ消費しているのはソーラーパネルからの入力あるんですけど、冷蔵庫の消費が上回ってますんで 20W から 30W 消費をしている状態です。この状態でしばらく高速道路を走行して何%まで回復するかやってみます。はい、もうこれで走行できますね。これがやっぱりキャンピングカーの素晴らしいところですね。すぐに移動できます。それではトイレだけお借りして出発します。この奈良北に浜サービスエリアの下りがすごい絶景なんですよね。向こうに海が見えています。この景色を見ると本当に心が洗われます。どこまでも続く青い海、このサービスエリア高い位置にありますんでよく見渡せます。富山県から新潟方面へ移動される場合は皆さんもぜひ寄ってみてください。この
の状態で今アイドリングなんですけど、充電がなんと 900W とかなり入力が高いです。多分このまま続かないと思うんですけど、ちょっと様子見ます。いや、今日は楽しみですね。で、1時間半ぐらいずつ休憩しながら走行します。途中ご当地のスイーツなどいただきながらサービスエリア旅も楽しみます。ガソリンスタンドありますんで入れていきます。まだまだ燃料あるんですけど、ハピワンターボガソリンタンクそんなに大きくなくて38リッターなんで早めに入れておきます。はい、高速の合流なんですけど、スムーズに加速してくれました。40キロから80キロまでの加速なんですけど、この期間ずっともうターボ効いてますんで、かなりパワーはあります。どんな高速道路の合流でも問題なくスムーズに合流できると思います。今現在平坦な道で80キロメーター読みで走行しています。で、エンジンの回転数が約3000回転ですね。そんなにうるさい感じはありません。この後90キロ、100キロとか出せる区間になったら出してみます。ここ現在新潟の上越なんですけど、ここから長野県へ向かう現在上信越道です。ここの景色がもう絶景で大好きです。景色も楽しみながら走行します。せっかくなんでこの ACC アダプティブクルーズコントロール使ってみます。半自動運転ですね。速度設定するとその速度でずっと走ってくれます。そして前に車がいれば追従してくれます。前の車が遅くなれば減速するし、速くなれば速くなります。ただその設定速度上限は自分で決められます。で、まず操作なんですけど、このクルーズボタンを押します。そしてクルーズモードに入ってから次セットするんですけど、ここのハンドル右のところにセットっていうのがあります。ここを押すと現在走行している速度にセットされます。これでもアクセル離しても大丈夫ですね。ここのセットと上のプラスですね、レスって書いてます。ここを押したりするとその速度が1キロずつ変更できます。で、一旦80キロで設定します。で、ハンドル右側にですね、車のマークあるんですけど、これを押すと車間距離を決められます。前の車と一番広いのか短いのか、または中間なのか3パターン決められます。で、クルコン解除するにはもう一回このクルーズボタンを押します。そうすると解除されます。で、もう一回クルコンを使いたいときはまたクルーズボタンを押して、次は上のレースボタンっていうのがあります。これを押すと先ほどまで走行していた速度で走行してくれます。今緩やかな上りなんですけど、もうクルコンを設定してるんでアクセル離したままでも自動で加減してくれます。これめちゃくちゃ便利です。で、今絶景なんでなんか景色も見やすく余裕が生まれて旅を楽しめる感じがします。目の前には標高 2000m クラスの妙高山が見えています。で、こっからですね、妙高山の麓を走るんですけど、かなりきつい坂になります。昨日もお話したんですけど、自分の持ってるカムロード3リッターディーゼルターボでも80キロから加速しないぐらいきつい上り坂です。もうほんと80キロで走行するのがやっとという感じです。このハッピーワンターボどうでしょうか。チャレンジしてみます。はい、ずっとですね、もう上りに入っています。で、80キロをキープしているんですけど、エンジンの回転数がだんだん上がってきて3500回転も上がって今もう4000回転ぐらいになってます。それで80キロをキープしている状態です。はい、もう妙高山の真横でもうかなりきついです。で、さらにですね、エンジンの回転数上がってなんと今4600、4700回転ぐらいまで上がっています。エンジンがウィーンとちょっと高い音でうねっています。今ですね、さらに上がりました。5400回転まで上がりました。かなり音がします。大丈夫でしょうか。はい、ちょうど妙高パーキングエリアですね。この辺が一番標高高いです。エンジンうなってますが、なんとか80キロキープできましたと思ったら、また長い鋭実坂現れました。で、今エンジンの回転数は5400、500ぐらいですね、上がっています。で、この状態で加速できるか1回やってみます。1回踏みます。はい、踏みました。5500、5600、6000近く上がりました。で、速度が82、3ぐらいですかね。それで止まっています。で、これがハピオンターボの限界値ですかね。はい、なんとか80キロキープできることが分かりました。ここの道行けるんだったら、多分日本上の高速道路、バイパス道路、どの道でも法定速度は出ると思います。ただきつい上りでは最高速度82、3キロが限界という感じでした。なのできつい上りでは追い越しはできないという感じですね。でも合格ラインじゃないでしょうか。
はい、高速道路入ってから1時間以上走行したんですけど、やっぱりクルコンかなり楽ですね。もうずっと80キロなんで、あんなきつい坂でもずっとベタ踏み本来はしないといけないのが、全くアクセル踏まずにいけるっていうのはこんなに楽になるとは思った以上の効果です。そして軽キャンピングカーの場合、アクセルの踏み足す量が多いんですよね。ベタ踏み加速も多くなります。なので一番クルコンの恩恵があると言っても過言ではないんじゃないでしょうか。でこの道今結構トラック走ってますんで、トラックの横揺れ、風圧の揺れ検証してみます。はい、現在80キロで走行していて、ちょうど後ろからですね、トラックが来ました。今真横を通過しました。少しね押された感じはありますが、足回りがしっかりしていますので、なんか勝手に戻ってくれる感じでした。はい、この辺はトラックの追い越しが連続であります。さあまた来ました。はい、今なんですけど、ちょっと押されてこっち側に来ました。でその時ですね、面白い現象がありました。こう押された時に、車体がこう傾きますよね、大げさに言ったら。その時にこっち側のタイヤ、左のタイヤが沈みます。その時にスタビライザーがこう片一方のタイヤが下がった時に、この右側も一緒に下がるようになって平行を保ってくれます。なんでこう押された時に押されて、でスタビライザーが働いてこうなってたのがこう平行になって一瞬で治る感じがしました。これは面白いスタビライザーの現象が体感できます。まあまあ距離進みましたので、次のパーキングエリアかサービスエリアで少しスイーツ休憩します。トラックの追い越し時の揺れは多少あるんですけど、すぐ戻る感じなんで、もう全然問題ない感じでした。キャンピングカー乗られてる方なら問題ない範囲だと思います。でノーマルのハッピーワン自分乗ったことあるんですけど、それと比べるともう大体そうですね、3分の1とかそのぐらいの揺れの少なさです。直進安定性もノーマルのハッピーワンに比べるとだいぶ良かったので、もしかしてこのやっぱりトレッド幅ですね、タイヤとタイヤ、この幅がノーマルのハッピーワンハイゼットトラックよりこのアトレベースの方が30センチほど長くなっています。なのでこっちの方が安定している可能性があります。で今日はそこまで風強くないんですけど、明日伊勢湾岸道を走りますんで、その時にもう横風あそこめちゃくちゃ強いんで、もう普通に風速10メーターとかありますんで、そこ通ってみてどうなるか、まっすぐ走れるのかふらつきないか検証してみます。でこのクルコンすごいですね。もう自分も外付けのクルコンはつけてるんですけど、この追従型はかなり楽です。80キロでゆっくり走っているとたくさんの車が追い越していきます。その時にですね、結構前にガッて割り込まれます。特にトラックだとあんまスピードが出ないんで、もう車間距離結構近い感じで割り込まれます。その時にクルコンの追従設定で車間距離が一番遠い設定だと、割り込まれた瞬間にブレーキみたいな感じで減速して速度が落ちます。でもこの一番短いモードにすると、割り込まれても意外と減速せずにそのまま走ってくれますんで、前の車に追従しないで80キロで我が道を行く感じでしたら、車間距離は一番近いモードが減速もせずにそのまま走ってくれる感じでした。途中前に遅い車がいて、ね、80キロになったり75になったり結構不安定だったんですけど、通常だったらそういう時は自分でアクセルコントロールかブレーキコントロールしないといけないんですけど、もう追従型なんでずっとアクセル離したままでめちゃくちゃ楽でした。だいたい1時間半ぐらい走行したんですけど、ずっとクルコンだったんで、もうほとんどアクセル踏んでません。こんなに楽なんですね。これ体感しちゃうと追従型のクルコンない車にはもう乗れないですね。オーバーステサービスエリア、すごいおどろおどろしい名前ですね。チャット GPT に聞いてみましょう。オーバーステ山は本当におばあちゃんが捨てられていたの？はい、出てきましたね。オーバーステ山は実際におばあちゃんが捨てられた山という事実ではなく、伝説に基づく話です。ただの作り話でよかったです。オーバーステ山があるならジジステ山もありそうですね。ジジステ山はありますか？ジジステ山という伝説や場所はウバステ山のような歴史的民話的な記録はほとんどありません。ジジステ山はないようです。すいません、このあんずソフトと、あとアイスコーヒーお願いします。うわー、絶景ですね。千曲市が見渡せます。このご当地のあんずソフト、これも名物らしいです。高速道路の上からご当地の食べ物を楽しみます。冷凍保存の
食べ物も買いました。ハッピーワンターボの冷蔵庫は22リッターで、上が少し冷凍スペースなんで、ここで冷凍しておきます。再出発します。まだまだ高速道路走行します。まだ始まったばっかりです。景色もドライブも両方楽しんでいきたいと思います。今日の目標は愛知県までなんですけど、もう途中どっか疲れたらパーキングエリアなどで車中泊します。はい、ずっと80キロ巡航しています。車内の静粛性についてなんですけど、この80キロ巡航でもある程度エンジンの音は聞こえます。というのもエンジンの回転数が80キロ巡航でも3000回転とやっぱりちょっと高めになります。なのでその分の音が車内に入ってくる感じですね。上り坂になると結構うるさいなという感じはしますが、80キロ巡航では許容範囲じゃないかなと思います。まもなくですね、岡谷ジャンクションという結構速度が速くてR もきついジャンクションがあります。そこでこのハッピーワンターボのコーナリング性能を確かめます。はい、現在制限速度の50キロでこれジャンクションのカーブを曲がっています。結構下りなんでね、速度が出やすくなってます。でこの速度帯ではもう全然ロールすることなくスムーズに曲がってくれています。大きいキャンピングカーだったらロールするんですけどね、やっぱり足回り強化されてますんで、かなりロールが少なかったと思います。はい、今現在80キロで巡航しているんですけど、前にですね、多分70キロぐらいの車がいます。で、だんだん車間距離が狭くなってきました。で、一度ですね、追い越しできるかやってみます。フル加速してみて、90、100と速度を出してみて、スムーズに追い越しできるかやってみます。どのぐらいの加速なのか分かりやすいようにリアルタイムノーカットで流します。それでは現在80キロで加速します。せーの、はい。はい、じゃあ加速しています。はい、もう100キロに達しました。で、100キロの回転数はですね、現在3500回転です。結構速いですね。パワーがあったの伝わると思います。速かったですよね。これなら短時間でパッと追い越しできますんで、常に80キロ巡航できると思います。やっぱり80キロ巡航するには75キロぐらいの車を追い越さないといけないんですよね。なのである程度の加速もいります。今回80キロ巡航なんですけど、これ100キロ巡航でもある程度いけそうですね。さあ、もう岐阜県に入りました。恵那峡サービスエリアでシャワーがあるようなんで、パパッとシャワーだけ浴びてきます。どんどんと雨の量が増えてきました。天気回復してくれたらいいんですけど、一旦シャワー浴びて様子見ます。案内ありましたね。シャワーって書いています。フードコートの一番奥にありました。はい、じゃあシャワー浴びてきます。10分300円でした。5分余りました。結構ね、シャワーの勢いが強いんで、かなり時間は余ります。横にスターバックスがありますんで、コーヒー買ってまた運転に戻ります。雨止んできましたね。それではコーヒー飲みながら再出発します。ここからはもうずっと下りになっています。また80キロクルコン設定してゆっくり行きます。夜のこのハッピーワンターボの視認性なんですけど、フロントのライトが LED なんですごい視認性はいいです。オートライトなんで暗くなったら点灯します。そして前に何もいない時は自動でハイビームになります。もうこれアダプティブクルーズコントロールと合わせると本当に何にもしなくていいですね。夜の高速道路も楽ちんです。ここからですね、制限速度100キロになりました。ちょっと1回100キロ巡航してみます。はい、今80キロで、じゃあ加速します。追い越し車線で、はい、今90で約5000回転。そして、今100キロに到達しました。100キロで、ギアが上がって今3500回転と結構低い回転数です。ただですね、ちょっと100キロになるとふらつきがあります。
100キロはそうですね、速度は出るけど安定性が減る感じですね。今上り坂で100キロ巡行で4200、300回転といった感じです。パワー的には問題ないですね。ちょっと100キロだったら揺れが強い気がしたんで90キロに今抑えました。で90キロで上りで4000回転ぐらいですね。そうですね、90キロになるとだいぶ何ですかね、風の抵抗っていうんですかね、揺れが軽減する気がします。でもやっぱりフルコンで80キロ設定が一番なんか楽ですね。安定性もあるんで80でいきます。とうとう愛知県到着しました。倉ヶ池パーキングエリアです。この奥の方になんかハイウェイオアシスあるようなんでちょっと行ってみます。お、なんかかなり真っ暗で不気味ですね。この先にあるんでしょうか。ここですね。なんかコンビニもありそうですね。はい、到着しました。結構明るいですね。照明が多数ついています。高速道路は向こうに見えています。結構来るとき暗くて不安だったんですけど、すごいなんか公園もあっていいとこですね。あれ、ちょっと待ってください。ここ午前6時より午後10時まで防犯上利用時間以外は閉鎖します。出入りできません。 Google マップではここハイウェイオアシスって書いていたんですけど、どうやら夜は利用したらダメなようです。公園の駐車場になるんですかね。目の前は公園、トイレ、コンビニもあります。入ってくるときにゲートがあったんでなんでかなと思ってたんですけど、そういうことなんですね。ここは夜閉鎖するようです。しょうがないですね。もうちょっと進みます。はい、じゃあ再び高速を入ります。これパーキングエリア戻れないんじゃないですかね。あ、ダメですね。もうこのまままた高速の走行車線です。もう行っちゃいます。次のパーキングエリアで車着します。いやー、なんかね、行ったことないハイウェイオアシスやなと思ってました。こんなとこあったんやなって。やっぱりハイウェイオアシスですが、車中泊場所としては利用できないところでした。おお、結構ね、今橋の上っていうんですかね、高いところなんですけど、結構今天候が荒れていて車体が振られます。であとトラックもね結構来てるんで、かなり力が入ります。お、傘がすごい風。いや、最後かなり気も冷やしました。すごい雨でした。で風はねまだ結構吹いてますね。刈谷パーキングエリアのハイウェイオアシスの方に来ました。結構車空いてます。最後ちょっとだけなんですけど、結構風強かったんですよね。ちょっと突風みたいな感じで吹いていました。でその時車体は結構入れました。明日伊勢湾岸道ちょっとこれ不安ですね。とりあえず車内でゆっくりくつろぎます。さっきまで運転で緊張して少し疲れていましたが、ゆっくり休憩していたら回復しました。もう家のようにリラックスしています。ほんとキャンピングカーっていいですよね。お腹空いたんでご飯にします。今回のハッピーワンターボ車中生活で岐阜通った時に道の駅で
この朴葉味噌買っていました。で、これ本来は飛騨牛ですね。牛肉で食べるんですけど、スーパーで買っていた豚肉がありますんで、豚肉で食べます。ちょっと野菜もあります。ブナシメジと、あとニンニクの芽ですね。これすごい好きなんですよね。こちらもカットして一緒に入れて食べます。完成しました。めちゃくちゃ美味しそうです。もうこのまま熱々をご飯の上に乗っけていただきます。で、せっかくなんでもうテレビ見ながらゆっくりいただきます。テレビはナビのテレビをこちらに移します。ちょっと見えにくいんですけど、この運転席の横にスイッチがあります。これでナビが起動します。こちらのナビっていうのは今現在この車のメインバッテリーではなくて後ろのサブバッテリーの電源を使用しています。はい、移りました。せっかくなんでこっち側のソファーですね、一番奥のとこ座りながらだったらもうこのままテレビ見ますんで、ここに座ってご飯いただきながら楽しみます。はい、いただきます。ごちそうさまでした。外は雨がかなり降ってますが中は快適です。この朴葉味噌、豚肉で初めて食べてみたんですけど、すごい合います。なんか自分は牛肉より豚肉の方が好きかもしれません。なんかすごいご飯と合いました。牛肉の場合は単品で食べたい、そんな感じがします。この朴葉味噌の作り方にアルミホイル敷いてくださいって書いていたんで、結構車中飯との相性もいいですよね。こんな感じでもう一切汚れてません。もう片付けも一瞬で終わりです。今テレビと冷蔵庫、照明、そして12ボルトクーラーともうフルで家電使っています。その状態で消費電力は480ワットぐらいですね。もうこの後は IH や電子レンジなど消費電力が高いものを使えませんので、明日のお昼ぐらいまではエアコンつけっぱなしでも問題ないと思います。いやー、しかし刈谷パーキングエリア久々に来ました。ここよく来てたんですよね。動画もたくさん撮りました。いろんな思い出が詰まっているパーキングエリアです。どこか行くときに中継点にちょうどいいんですよね。しかも居心地のいい場所です。 JP スターさんも近いのでこれからもよく来ると思います。なんか JP スターさん出発の前に話していたんですけど、新しいターボ車作るかもと社長が言っていました。なのでまた近いうちに JP スター来るかもしれません。あとはカムロードベースの4駆ももうじき完成らしいので、今年は JP スター祭りになりそうです。楽しみです。さっき言った新しいターボの話はまだ未定です。もしかしたらこの部分カットするかもしれません。楽しみですね。それではもうちょっとゆっくりこのまま楽しみます。
長いようで短かった5日間車中生活、いよいよクライマックスです。やっぱり最初の1泊目と今と印象が違います。よく考えられてるなって感心する作りもあるし、ここもうちょっと改善したらさらに良くなりそうというポイントも見つかりました。明日伊勢湾岸道走行後に自分の考えをまとめてからお伝えします。皆さんの良かったところ、いまいちな点など、その他気になるポイントなどあればぜひコメントで聞かせてくださいね。人それぞれ感じるポイントが違うので、コメント読むのがいつも楽しみです。自分的にはこのキャンピングカーがもし家にあったら毎日乗ると思います。よく走るし、コーナリング時のロールが少ない。今のところ日本のキャンピングカーの中で名車と呼ばれるレベルだと思います。それでは明日に備えて眠ります。おはようございます。昨日からずっともう雨は降ったままです。そんなに暑くなかったんですけど、湿気すごかったんで 12V クーラーつけっぱなしです。サブバッテリー残量は 38% です。現在 150W ぐらい消費しています。車内が設定温度に達すると 12V クーラーはコンプレッサーが回らないんで、ほとんど消費電力ありません。昨日長野県のオーバーステサービスエリアでこの冷凍のおやき買っていました。牛肉カレーおやきととろりチーズおやき、これ電子レンジで温めたらすぐ食べれるそうなんで、今日の朝ごはんもこれでサクッといただきます。この岐阜県の道の駅で購入したまな板、テーブルにしてもいいし、まな板でも使えるし、なんか買ってよかったです。ちょうど一人用でサイズいいですよね。で、こういった木目も個人的にすごい好きです。道の駅はこういった天然の木の素材のまな板や一枚板などよく売ってますので、こういったものを買い足しながら車内快適にしていて旅を楽しむのもいいですね。こっちはチーズのおやきです。美味しそうですね。それではいただきます。ごちそうさまでした。この5日間で排水タンク意外と大丈夫でしたね。容量が15リッターと少ないかなと思っていたんですけど、歯磨きと洗い物をできるだけ減らせればあと10日間はいけそうです。現在が排水5リッターぐらいです。歯磨きと手洗いではそんなに減らなくて、食器洗いがやっぱり一番使えますね。もう食器洗いを減らせれば何泊でもいけそうです。ここの床下収納もアクセス抜群だったんで、かなり5日間で活躍しました。あとこの上部収納もすごい使いやすかったです。で、今回5日間とそこまで長期ではなかったんで、あまり上部には物を入れませんでした。このスペースは100均とか DIY とかで仕切りを作ったり、この2段収納にすればデッドスペースも活かすことができて、かなり使い勝手良さそうです。で、このソファー下も結構容量大きかったんでかなり使えました。ただちょっと重かったので、なんか引き出すのはちょっと億劫でした。このテーブルなかったら余裕なんですけどね。まだバンクベッドの収納とかも一切使っていないんで、もう1人2人だったらもう全然余裕だと思います。ただ冬の車中泊ですよね。その時に布団がかなりかさばります。ちょっと高級なシュラフとかにすれば収納もかさばらなくてあったかいんですけど、寝返り打ちにくくて窮屈に感じる方もいてますんで、あれは人を選びますよね。なので冬場シュラフ以外で寝る場合はもう布団の収納場所はこのバンクベッド一択になりそうな気がします。冬場とかはやっぱり常設ベッド欲しいなと思いますね。そうすればもう分厚い布団とかも引いたままで移動できます。さあ出発の準備して、最後ラストランですね。
伊勢湾岸道走行してきます。その前にこの刈谷パーキングエリアには総工費4億円の超高級トイレあります。そちらをお借りしてから出発します。隣の車がギリギリまで来てるんでかなり狭いです。これよく街である光景ですよね。隣トヨタのボクシーなんですけど、結構線ギリギリまで寄っています。でハッピーワンターボは結構間空いてますんで乗り降りができます。これがもし同じぐらい寄っていたらもう出るの不可能です。ただ止められるだけではなくて乗り降りがしやすいのもこのハッピーワンターボ小型キャンペーンカーキャブコンタイプの良さでもあります。ここのハイエアオアシスはキャンペーンカーが結構見られるんですよね。で今日はアレンですかね、止まってます。タウンエースベースのキャンペーンカーです。デュカトベースのキャンペーンカーもあります。止められるんですね。2台分使ってますね。やっぱりデュカトは性能いいんですけど止める場所が難しいんですよね。こういった駐車場ではみ出して止めるのはやっぱりマナー違反になってしまう場合もありますので難しいですよね。皆さんはありでしょうか、なしでしょうか。コメントでよかったら意見聞かせてください。ここが4億円のトイレです。それでは行ってきます。それでは伊勢湾岸道へ向かいます。今日ね風が結構強いんですよね。草木が結構揺れてるのが分かると思います。天気予報のアプリで風速見えるんですけど、この伊勢湾岸道がちょうど海のこの辺ですね。でこの辺は見ると緑になってるんですけど、この緑が現在風速10メーターぐらいですね。結構やばそうですね。最後の最後にハッピーワンターボの試練が待っていました。もうやばそうだったら途中で降ります。はい、無事合流できました。今高速乗ってすぐ感じたことなんですけど、風がですねやっぱり今日強くて、もう時折軽くハンドルがなんか揺れる感じはします。まだこれ暴風の壁あるところなんですけどね。で伊勢湾岸道はもうすぐなんで、橋の上着いたら風の揺れまたお伝えします。なんと吹き流しが真横です。これ風速10メーター確定ですね。ちょっと怖いな。はい、今ちょうど橋の上入りました。で両方あったこの暴風壁みたいなですね、柵みたいなのがなくなりました。現在前の車についていってますんで、速度がだいたい75から80ぐらいの間です。この横ね海が見えてるんですけど、絶景なんですけど本当生きた心地がしないですね。しかも結構みんな速いんですよね。今ちょっと突風みたいな感じで横にゆらっと揺れました。ただですね、すぐ戻ってくれました。橋の上をずっと走行してだいたい5分ぐらい経ちました。今結構揺れましたね。なんかあんまりね、ちょっと弱めの風だったら揺れないんですけど、ある一定の風を超えるとゆらっと揺れます。ただ結構ガッガッって感じで戻ってくれる感じですね。なんか思っているより揺れないですね。かなり覚悟はしていたんですけど、これならもう全然問題なく走れるなという気がします。やっぱり足回り強化されてますんで、その効果が顕著に出ています。さあそれではもうパーキングエリア入りますと思ったんですけど、最後にすごい嵐が来ました。これ雨もすごいんですけど今風もすごいです。小刻みに車体が揺れています。うわすごいなこれで、しかも車が止まってる。ちょっとハザード耐えていきます。吹き流しももうね真横で嵐で、多分ねもうみんな走れなくなってますねこれ。なんでハザード耐えて超低速で今走行してます。前が見えないんでしょうね。うわすごいですね。ちょっと収まるまで待ちます。はい、30分ぐらい経って嵐が過ぎました。風すごかったんですけど、なんか思ったより揺れなかったですね。こう揺れてもこんな感じですぐ戻るようなイメージでした。前後足回り強化されています。こんなにも変わるんですね。安全面考えたら足回り強化は必須です。これが標準装備なのは本当にありがたいです。とうとう5日間の車中生活が終わりました。愛知県の JP スターさんを出発して
岐阜県、そして北陸富山県行って新潟行って長野、そしてまた岐阜戻ってきて愛知県に戻りました。走行距離約800キロ、給油は5回しました。今回5日間の車中泊生活旅終わってみて直後の今の感想なんですけど、やっぱり走りがいいので長距離しんどくなく楽しかったです。長期車中泊旅したことある方ならわかると思うんですけど、意外とキャンピングカーの運転って疲れるんですよね。そして車中泊で寝ても疲れが取れない時もあります。でも今回しっかり熟睡できて運転の疲労度も低かったので今すごい元気です。もうなんやったら今からもう一周してもいいぐらい元気です。やっぱり ACC 大きいですね。でもまた新たに感じたデメリットもありました。やっぱり一緒に過ごす時間が多くなってくると新たにデメリットも出てくるもんですね。最後にそちらをお伝えします。その前にまずは検証データからお伝えします。今回の高速道路の燃費なんですけど、1リッターあたり10キロでした。走行距離は約460キロですね。おとついまでの一般道では 9.4 キロでした。感想としてはなんか高速道路あんまり伸びなかったですね。でもカムロードベースとかの重たいキャンピングカーなら1リッターあたり7キロなんで、こんなもんかなという気もします。次走行充電なんですけど、高速道路で検証しました。1時間あたり約 11.3% 充電される結果になりました。ワット換算で約600ワットぐらい充電されていました。これ一般道でも約600ワットなんで、高速も一般道も変わらない結果になりました。この車両はオルタネーター、エンジンの動力を発電する機械なんですけど、そちらが高出力オルタネーターに変わっています。こちらはオプション装備です。なのでノーマルだと多分300ワットぐらいだと思います。夏クーラーガンガン使うなら高出力オルタネーターは欲しい装備です。冬だったらいらないですね。12ボルトクーラーの今回の検証結果なんですけど、この5日間で機能が一番暑かったですね。外気温、日陰に置いている温度計でなんと 36.6 度まで外気温上がりました。その中クーラーを一番強いモード、風量も一番強いモードにしていて、車内は 25.5 度でした。よく冷えてくれました。でもこのモードだったら消費電力がすごい高くて900ワットぐらい消費していました。なので常時使用はちょっとしんどいですね。短時間で車内冷やすならありですね。その後はエコモードなどにして長時間使用するのがいいと思います。ただエコモードだったら外気温35度を超えてくるとちょっとしんどかったです。でこのクーラーの今回5日間車中泊旅してみて総括的な感じでまとめると、夜使用、寝るだけなら真夏でも2日間いけます。車内で夕食食べたり朝食食べたり過ごす時間が多くなってくると1日半でバッテリーはなくなっちゃう感じでした。なのでよく冷えるんですけど、バッテリー消費はまあまあ高いよって感じでしたね。次はこのハッピーワンターボの新しい機能、バンクベッドですね。こちら実用的か5日間で検証してみました。結果実用的でした。ただ自分は1回しか使ってません。その理由なんですけど、まず暑い、そして布団敷くのが狭くて引きにくかった、そして登る時に眠気が覚めちゃいました。実際使ってみるとシェードが朝眩しかったんで、その1回きりになっちゃいました。この辺を改善できればかなり使えるバンクベッドだと思います。この軽自動車ベースキャンピングカーでソファー、テーブルそのままで寝られるってすごいことです。ぜひブラッシュアップしていって簡単に寝られるようにしてもらいたいです。もしくはもう割り切って収納として使いやすくするかですね。次は ACC 実用的か機能するかですね。このハッピーワンターボの一番の売りといっても過言ではないアダプティブクルーズコントロール、半自動運転は機能しました。もう最高でした。アクセルを踏み出すことが多いこの軽自動車ベースのキャンピングカーは一番恩恵があると思います。もう自分は高速道路入った瞬間にすぐに ACC オンにしちゃいます。ただ実際に使ってみて注意点も見えました。この車間距離なんですけど、一番遠いモードでも結構なんか近いなと感じました。というのもやっぱりブレーキの制動距離がキャンピングカーなんで長いんですよね。なんでもし前のトラックが急に停車した時に止まれるかなという不安のある距離でした。なのでトラックの追従はあまりお勧めできません。前の車追従してその先も見えるぐらいの低い車の後ろがいいかなと思います。それだったら一番車間距離が遠いモードで追従していてももう一個先の車まで見れば何かあった時早めにブレーキ踏めると思います。昨日今日の高速道路旅は空いてたんで、基本的にもう80キロに設定してそのまま追従というかもうクルコンとして使っていました。一般道を走行している時にバイパス道路を通ったんですけど、そこでもクルコン使ってみました。そこは一車線のバイパス道路だったんですけど、その時がもう本当にすごい楽でした。
70キロ一定で走ってくれたらいいんですけど、結構加減するんですよね。65なったり、75なったり。で、その度にアクセルで合わせないといけないんですけど、この追従型のクルコンだったら、それも必要ないです。なので、追従型のクルコンは、1車線のバイパス道路にすごい威力を発揮するなと思いました。以上が検証系データと気になっていた部分です。で、今からですね、この高速道路車中泊を通じて、一般道旅では感じなかった新たなメリット、デメリットをお伝えします。まずはデメリットからなんですけど、一つ目、このテープライトなんですけど、高周波ノイズありました。ここ、屋根の方全体ですね。で、この上の収納の下にもテープライトあります。で、このテーブルのとこ、ここにもあります。で、この入り口のとこ、この辺立つとすごい高周波ノイズが聞こえます。今はね、聞こえないんですけど、昨日の夜は自分結構聞こえていました。そしてちょっと移動して、この辺とか下がってくると聞こえなくなっていました。ちょうど、なんかこの辺ですね。かなり高周波なんで、人によって聞こえる聞こえないかはあると思います。もう聞こえない人だったら全然問題ないと思うんですけど、聞こえる人は気になる方は気になると思います。次のデメリットなんですけど、今回強風でした。なのでこのドアがですね、こうロックしていっても普通にバーンって取れました。なので強風時はこの状態では危険でした。こうロックするやつをつけてもらうか、もしくはもう強風時はあまり開けないようにして、もう常に手で持って対応するかですね。自分一回経験あるんですけど、こう何かここで物とかイラってる時に強風で扉が閉まって体に強く当たった時ありました。まだ体全体だからいいんですけど、例えば指とかならかなり危ないと思いますので、こちらは注意が必要です。次のデメリットはこの靴脱ぐとこですね。こんな感じで横で靴脱がないといけません。なのでかなり脱ぎにくかったです。これ1人ならここでいけるんですけど、もう2人以上になると不可能ですよね。外にステップは標準でつくんですけど、雨の日はもう使えないんで、やっぱり中に何か対策が必要かなと思いました。次のデメリットなんですけど、この冷蔵庫小さいなと思っていて、この5日間生活してみたんですけど、やっぱりね、小さかったです。22リッターあるんですけど、やっぱり1人分っていう感じでしたね。初日に比べたらだんだん慣れてきて、あまり物は買わなくなったんですけど、やっぱりお刺身とかパックとか結構大きいんで、1人分までは大丈夫なんですけど、2人分は難しいと思います。なので長期旅の場合は別途小さい冷蔵庫を持っていた方がいいかもしれません。やっぱり現地で新鮮なお肉買って地元の食材楽しみたいですよね。一方、車内で良かったところなんですけど、今回雨が多かったんですけど、このウォークスルーが本当に便利でした。ここバンクのとこ何もないんで、もう簡単にウォークスルーできます。こちらの窓3箇所にスモークフィルム貼られてるんですけど、これかなり良かったです。外から見るとこんな感じでもう何も見えません。後ろも貼られています。なのでこういった駐車場でも人の目を気にせず外を見ることができます。そして自分このハッピーワン系で久々に車中泊してみて感じたことなんですけど、このキャブコンですね、他のカムロードベースとかよりも景色を堪能しやすいです。意外とカムロードベースやタウンエースベースのキャブコンって景色見にくい場合多いんですよね。例えば王道のセンターエントランスの場合、入ってすぐここがダイネットスペースになっていて、こう対面で向き合う場合が多いと思うんですけど、窓がこちら側にあるんですけど、こう向かい合った時に意外と正面は何も見えないんですけど、ハッピーワンはもう正面が窓です。で、こっち側も窓です。この3面全部大きい窓っていうのは意外とありそうでないキャンピングカーなんだなと思いました。やっぱりキャンピングカーなんで絶景の場所行ったら窓開けて景色堪能しながら中でくつろぎたいですよね。意外と外見えないキャンピングカーが多いんで、これは久々にハッピーワン乗ってみていいなと思ったポイントでした。次良かったのはこの給排水システムですね。このタンクがここにあるんですけど、ここから別に取り出さなくていけます。給水は外から入れることができます。で、排水はこの下ですね。ここをコップに入れるとお水が出てきます。この黄色のバールブになります。こちらはもうちょっと下になる予定です。これは実際に使ってみてかなり良かったポイントです。やっぱり車内で扉開けて20リッターとか重たいタンク持ってこうやってよいしょって出してするって結構大変なんですよね。腰にも負担かかるし、ハッピーワンはまだ広いんですけど、狭いキャンピングカーだったら手の力でしか持ち上げられないような体勢の場合もあります。排水は排水できる場所でしか水出せないんですけど、何か大きめのタンクとかに受け皿用意しておいて、そこに出せば排水もしやすいと思います。もしくは長い排水ホース挿して、戸建ての方ならお水マスに流してしまうとかですね。そうすればかなり楽だと思います。次良かったのはこの外のゴミ箱収納ですね。これはスーパーの袋で言ったら3つぐらい入りますんで、かなり重宝しました。小さいキャンピングカーだとゴミの場所って結構困るんですよね。これがもう純正で用意してくれてるのはかなり助かります。なんかせっかくいい雰囲気のキャンピングカーでもゴミ袋とかこの辺散乱してたらなんか台無しですよね。そういった面でもこの後ろの収納はかなり使えると思います。
次良かったのはこの電子機器ですね。今回特に天候が荒れていたんで重宝しました。ちょっとトイレに行ったり買い物行ったりするときにいちいち鍵を持っていかなくてもここの番号で開け閉めできるんで本当に重宝しました。あとはリモコンでも施錠解錠できます。なんか本当にキャンピングカーって家みたいになってきてますね。で車内で感じたメリットは以上になります。でこの外装で感じたメリットをパパッとお伝えします。まずここなんですけど、雪国の人はかなりいいと思います。これ雪が積もらない感じですね。かなりバンクが出てますんでフロントウィンドウには雪が積もらないと思います。これはメリットですね。あと内外装編でもお伝えしたんですけど、このコーキングにカバーがあるんでこれはクロスビームもなくなりますんでかなりいいと思います。あとはこのボディの丸みですよね。軽く丸みが R がついています。こちらも雨濡れてもなんかすごいかっこいいですよね。リアも丸みあるし、このドアもですね下からずっと丸みを帯びてまた戻っていく感じです。この外装のこだわった作りはかなりいいなと思いました。一方外装で気になるポイントなんですけど、もうほとんどないんですけど、室外機の塩害対策だけ気になりました。これはもうハッピーワンに限ることじゃなくて全部のキャンピングカーに言えることなんですけど、冬場この車体下の12ボルトクーラーのファンとかですね、コンプレッサーとかが錆びないか心配です。太平洋側は大丈夫だと思うんですけど、北陸や東北、北海道の方は道路に塩が巻かれてますんで錆びないか心配です。なんかこれっていい対策ないんですかね。冬場はつかないでなんかカバーとか JP スターさん作ってくれないですかね。今回の車中生活で使うことはなかったんですけど、この電動オーニングですね、ここビルトインされてます。こんな感じでリモコンでウィーンって出てきます。ちょっとここもサービスエリアなんでやめときますが、やっぱり車中泊旅では使う場所限られますね。オートキャンプ場など行けば使用できます。あとは一部の RV パークですね。ただやっぱり車旅って移動しますんで、一日中車中スポットにいることはあんまないと思いますんで、使うときはやっぱ限られますね。キャンプ場よく行く人は重宝すると思います。次は走行面なんですけど、高速道路旅してみて分かったことがありました。航続可能距離が一般道同様に高速道路も短かったです。燃料タンクが38リッターで燃費が1リッターあたり9から10キロなんで、もう頻繁にガソリンスタンド行きました。やっぱりもう半分ぐらいになると不安になってくる感じでした。2つ目のデメリットは、これ4駆だったら40キロまでしか出したらいけません。このキャンピングカーはリアがワイドタイヤに変更されています。キャンピングカーではない普通のアトレだったら40キロ以上も大丈夫なんですけど、タイヤが変更されていますので40キロ以下で走行するのがいいようです。なので雪国ですよね。こういったアスファルトの路面も走るし、雪が積もってるとこも走ります。でその度に毎回切り替えするの結構大変だと思いますんで、高速道路走行するときは注意が必要です。40キロ以上出てると思いますので。ただここにですね、4駆オートと4駆ロックあります。これはもう4駆で固定する感じですね。でこっち4駆オートにすると、通常は2駆で走行していて、で雪で滑ったりとかしたらその時だけ4駆に切り替わります。なのでこの 4WD オートがいいかなと思います。 4WD ロックモードは高速走行時注意が必要です。で高速道路走ってみて良かったところなんですけど、なんといってもパワーですね。もう追い越しも普通にできます。今回100キロでも巡航してみましたが、パワー的には問題なかったです。ただ風の揺れでちょっと揺れやすくなったかなという感じでした。なので100キロ巡航はあんまりお勧めできないんですけど、無風だったら大丈夫だと思います。ただパワーはもう100キロ巡航でも問題ないレベルでした。この見た目で追い越し車線走ったらびっくりしますよね。2つ目のメリットなんですけど、これはもう高速道路とか関係ないんですけど、このワイドタイヤがですね、冬用も対応したワイドタイヤを今開発しているということなんで、雪もこのまま走行できます。やっぱり夏用のワイドタイヤって結構あるんですけど、冬用ってあんまりないんですよね。それを開発して作ってくれるっていうのはすごいことです。雪国の方は本当に嬉しいですよね。でワイドタイヤなんで、このトレッド幅、横幅ですね、このタイヤの幅が広がってますんで、コーナリング時本当に安定していました。強化ショックアブソーバーやスタビライザーと組み合わせると現状最強かなと思います。で次のメリットなんですけど、これもちょっと高速道路とは関係ないんですけど、今回の旅で気づきましたんでお伝えします。自分序盤のデメリットで3人以上の旅の時に後部座席が熱い、クーラーが必要と言ったんですけど、今回実際にクーラー再起用にしてみて試してみると、風がですね、普通にこの前のクーラーが後ろまで来ました。なんでここのクーラーつけなくても結構この辺は涼しかったです。これ結構大きいですよね。3人以上で使う方は運転席助手席のクーラーを全開にして後ろに送ってあげるようにすれば、リアの 12V クーラーつかなくていけるんで、走行充電でサブバッテリーの充電が可能です。もちろんこの 12V クーラー走行中もつけて問題ないんですけど、そうすると
この走行充電のバッテリーがリチウムバッテリーの方に、サーバッテリーの方に充電されません。それを自分は序盤のデメリットに入れちゃいました。でも12ボルトクーラー使わなくても十分涼しいということを訂正してメリットとして最後に入れさせていただきました。最後メリットではなくて番外編としてお伝えさせてもらいます。風の煽りですね。結構対応できていました。これメリットなんですけど、そこまでめちゃくちゃ風に強いということはないんで、番外編のメリットとしてお伝えさせてもらいます。今回伊勢湾岸道は風も強いし、もう嵐のような雨も降ったし、結構天候荒れていたんですけど安定して走っていました。で揺れても戻る感じですね。でこの辺はこのワイドタイヤや足回り強化の効果が発揮されていました。もう風速7メーターぐらいならもう全然大丈夫だと思います。ただ突風とかですね、たまに祝ってきますんで、そこだけ注意した方がいいかなと思います。両手でハンドルしっかり持ってですね、走行してもらえればどこでも行けると思います。以上が新たに感じたことでした。おすすめできますね。ただ値段は高くなっちゃうので、次のクラスのタウンエースキャブコンの方が広くて値段もそんなに変わらないのなら、そちらの方が合ってる方もいると思います。特にマルチルーム欲しい、そして3人4人で車中泊したい、そういった方はもうワンランク上の広さがいいかなと思います。でもこのコンパクトな車体と高さのあるキャンピングカーにメリットを感じて、一人旅二人旅が多いならかなりマッチする車だと思います。日本のキャンピングカーになかったクラスなので名車になるんじゃないでしょうか。こんなワクワクする車を作ってくれて JP スターさん本当にありがとうございますという感じですね。皆さんはどう思われましたか？気になるところなどあればコメントに残しておいてください。 JP スターさんならその意見を取り入れて改良してまた商品開発してくれると思います。最後に今回のハッピーワンターボ内外装編と5日間の車中生活総集編を後で出すと思います。その時に皆さんのコメント賛否ですね、そちらも最後入れると思いますので、ぜひチェックしてくださいね。ご視聴ありがとうございました。はい、JP サーさん戻ってきたんですけど、問題が発覚しました。高出力オルタネーター、こちらが不具合でした。今回 600W ぐらいしか充電されてなかったんですけど、本来はやっぱり 1000W ぐらい充電されるそうです。という感じで結構重要なことだったんで、最後にお伝えさせてもらいました。すいません。もう一つちょっと追加なんですけど、この高出力オルタネーターが改善されると燃費も改善されるそうです。そして今回坂道が一番きついところで82、3キロしか出なかったんですけど、それももうちょっと上限90とかそのぐらいまで出るかもしれません。また高出力オルタネーター改善されたら乗ってみたいと思います。それではご視聴ありがとうございました。長時間のご視聴お疲れ様でした。そしてありがとうございました。皆さんハッピーワンターボどうでしたか？かなり面白い車ですよね。キャブコンはどうしても走りが遅くて食べに行ってもストレスが溜まることも多かったんですが、ストレスフリーになりました。上り坂ぐんぐん上がってきますんで、自分運転しながらなんか笑みがこぼれちゃいました。ただ最後動画の締め撮ってから帰り気になることが2つありました。帰りの伊勢湾岸道強風で結構揺れちゃいました。そして JP サさんに戻ってから高出力オルタネーターですね、こちらが不具合というのが分かりました。心残りでしたが時間がなかったので、この辺はまた次回に撮影したいと思います。オルタネーター発電、動画内では約 600W ぐらいだったんですが、これ不具合が治ると 1000W 近く常時発電できるようです。すごいですね。燃費も向上しそうです。そして帰り、伊勢湾岸道の強風の煽りですが、結構揺れたんですよね。撮影中は意外と揺れなかったんですが、もう大丈夫かなと思ってたんですけど、普通に揺れちゃいました。この辺は包み隠さずお伝えしたかったので、この動画のおまけに最後入れさせてもらいました。ただ、ノーマルの足回りだったらもっと揺れそうです。やはり高さのあるキャンピングカーなんで、風の煽りには弱いですね。バンコンのように走行面完璧とはいかないようです。そして車中泊動画配信した時にたくさんのコメントいただきました。ありがとうございました。ただ賛否ありましたね。その中から多かったコメントや気になったコメントをもう JP サさんにそのまま直接聞いてみました。今からそちらをお送りします。では紹介していきます。1個目一番多かったんですけど、まずバンクを収納として使いたい。これが多かったです。新しいバンクベッドも結構良かったんですけどね。やはり前のタイプ、引き出しタイプだったら収納として上使えますんで、前のタイプの要望も多かったです。で、こちら聞いたところですね。ハッピーワンプレミアムの引き出しタイプ、前のタイプですね。それと今回の折りたたみ式2種類選べるようにされるそうです。契約時に決めれそうです。これは嬉しいですね。今回紹介した
折りたたみタイプの大人がしっかり引いて寝れるタイプですね。それも魅力的だし、収納として使う方は前の引き出しタイプ、こちらだったら完全に収納として使えます。2タイプ選べるようになりました。次2つ目なんですけど、これ自分も結構気になりました。電子ロックキー、音消せませんか、または小さくできませんか。こちらもコメント多かったです。聞きました。できるそうです。完全に消すことができるそうです。ただ小さい音にはできないとおっしゃっていました。自分が使用した感じでは、鍵開くときにモーター音ウィーンっていうのが聞こえますんで、別にその音が小さくならなくてもわかると思います。次も多かったです。ハッピーワンシティにターボを搭載してほしいという要望が結構多かったです。こちら JP スターさんの回答なんですけど、ハッピーワンシティターボ、今年なんと開発予定とのことです。これは楽しみですね。ただその時にですね、まだ K の枠で作るか、今のシティの枠で作るか、どちらか迷われていました。で、シティの枠だったら全長が 3790mm、で K の枠だったら全長が 3400mm なんで、差が 390mm あります。車の長さですね。そちらが 390mm あります。そして全幅はシティの枠だったら 1690mm で K の枠だったら結構小さくて 1480mm、差が 210mm あります。で、全高はどちらも 2m ぐらいですね。今まで通りハッピーワンシティのそのサイズ、軽自動車ではなくなるんですけど、それのターボを作るか、もう完全に K の規格にしてちょっとちっちゃくなるんですけど、それでターボを乗せるか、どちらがいいか、皆さんがどちらが欲しいかですよね。ぜひコメントで教えてください。で、4つ目なんですけど、一つ上のタウン S ベーストレジャー1との価格差がほとんどないので、もうそっち買った方がいいんじゃないかというコメントもありました。で、トレジャー1の価格が630万。ハッピーワンターボが塗装入れて600万。その差30万なんですけど、これ JP サさんに聞いてみました。すると、トレジャー1はフルオプションにすると730万円だそうです。なので、ハッピーワンターボは最初からフルオプションなので、価格差130万とのことです。30万の差なら変わんないかなという気するんですけど、130万になってくるとちょっと差が出てきますね。で、自分気になったのが、ハイエースベースですね。そちらのキャンピングカーとハッピーワンターボ、価格差どのぐらいあるか調べてみました。で、一つ例に挙げる他のビルダーさんなんですけど、OMC というビルダーさんですね。ナロー銀河、こちらベストセラーなんですけど、このハイエースのナローベースで価格が600万円です。ただこれもほとんど装備がない、リチウムバッテリーもないし、これ 12V クーラーもないので、フルオプションにすると結構な価格差になりそうです。そう考えると、ハッピーワンターボはもうフルオプションの状態なんで結構安いと思います。で、タウンエースは現在発売が未定ということです。というのもですね、認証取り消し状態なんで、車自体がもう売ってないそうです。で、最後5個目なんですけど、現状の納期聞いてきました。最初自分の動画内外装紹介ですね。これ出すときは2ヶ月と聞いていました。で、動画出して100台以上売れたようです。かなり伸びてそうですね。JP サさんに今の納期聞きました。なんと2ヶ月増えて4ヶ月だそうです。まだ結構早いですよね。新車でこれはすごいと思います。という以上の質問投げかけて返答が返ってきました。個人的に気になったのは、ハッピーワンシティターボですね。これ風の煽りも少なくて、走行面でもかなり有利になると思います。ただ、ポップアップですね。これが結構めんどくさくないか。そして、ポップアップなしの状態でも、ある程度快適に過ごせるのか。この辺が気になります。自分自身も気になって車なんで、またこちらも動画にしたいと思います。そして、以前ちょっと軽く紹介したんですけど、ディスカバリーの4駆、カムロードベースのキャブコンの4駆モデルですね。こちらは秋頃に発売予定とのことです。今、プロトタイプを制作して形にしているようです。こちらも先行配信してくださいと、なんと JP サーさんから言っていただいたので、また車をお借りして動画にしていきます。はい、今、別日なんですけど、追加で撮影しています。とっても大事な情報を入れ忘れました。ちょっとスマホでメモしてますんで読みます。ハッピーワンターボで2点大事な改良ポイントがありました。一つはさらなる足回り強化です。で、もう1点、これすごいですよ。なんとハッピーワンターボやハッピーワンに日本製の家庭用エアコンをつけるそうです。この画像今出てると思うんですけど、これ日本製、三菱製の室内機が取り付けられています。ハッピーワンの中なんですけど、この軽キャブコンに日本製の家庭用エアコン設置は日本のキャンピングカーでは初めてです。12V クーラーも JP サさんが初めて取り付けられたんですけど、それを思い出しますね。外側の室外機はまだ企業秘密ということなんで、また完成したら撮影しに行ってきます。こうやってビルダーさんからお話しいただけるのはいつも見ていただいている皆様のおかげです。ありがとうございます。自分は本当にキャンピングカーが好きなただのおっさんです。皆さんと一緒です。こうやって動画で配信させていただいているのも
皆さんのおかげです。ありがとうございます。いつも本当に感謝しております。それではご視聴ありがとうございました。